ただいまより健康寿命の延伸に向けたトランスフォームケア保険医療の変革を開催します。私は本日の司会進行を担当いたします志賀真奈と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに慶應義塾大学医学部医療政策管理学教室教授宮田博明先生からご挨拶をいただきます。皆さん、こんにちは。本日はご多忙の中、ベターコービングフォーラム、健康寿命の延伸に向けたトランスフォームケアのご参加いただき、ありがとうございます。このベターコービングは、命を響き合わせるというテーマのもと、一人一人が孤立せず、私だけではなく、私たちとして未来を共に作る、そういうコンセプトです。ここでは、科学やデータといった客観性だけではなく、人の感性や思いといった主観も大切にしながら、新たな問いや対話を通じて、価値の競争を目指しています。今、私たちが向き合っている生活習慣病、特に COPD という病気は、その象徴的な課題と言えるでしょう。見えづらく、気づきにくく、それでいて進行すれば命を脅かす。それにもかかわらず、未診断のまま見過ごされ、検診にも組み込まれていません。こうした課題を前にしたとき、私たちは誰かが何とかするのではなく、私たちがこの課題に共に向き合って、そして解決していく、そういった必要があると思います。医療現場、行政、企業、そして市民社会、それぞれの立場が異なっていても響き合い、共にあること、まさにコービングの姿勢が今求められているのだと思います。私はこれまで医療とは治すだけではなく、届ける、つなぐものであると伝えてきました。データの力を生かすことで、病気になってからではなく、もっと手前から、その人らしく生きることが、そのまま豊かな生活につながっていくということ、あるいは病気になったとしても、誰一人取り残さない、多様な人たちに寄り添いながら未来を作っていくことができる、それが実現できると信じています。そしてそれを本当の意味で社会に根付かせていくには、理屈や制度だけでは足りません。感情や価値観に寄り添いながら、人と人が出会い、関係を紡いでいく必要があります。このフォーラムの名が示すベターコービング、これは一人称複数形の未来、つまり私たちの未来をどう共に作っていくのか、そういった問いです。そしてこの未来は今日この場の対話から生まれていくんではないかなというふうに感じています。本日の時間が新たなつながりのきっかけとなり、社会実装への一歩になることを心から願っています。どうぞ最後までよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。宮田先生、ありがとうございました。続きまして、自治医科大学学長の永井良三先生からビデオメッセージをいただいております。皆様、前方のスクリーンにご注目ください。皆様、こんにちは。自治医科大学の永井良三と申します。本日は公益社団法人2025年日本国際博覧会協会主催アストラゼネカ共催によるベターコービーイングフォーラム健康寿命の延伸に向けたトランスフォームケア保険医療の変革の開催にあたりご参加の皆様にご挨拶を申し上げます。現在日本の社会は高齢化が進み、がん、循環器疾患、COPD と呼ばれる慢性閉塞性肺疾患などの非感染性疾患、いわゆるノンコミュニカブルディジーズ、NCDs が大きな社会的課題となっています。これらの NCDs は
私たちの健康や生活の質に大きな影響を及ぼしており、もはや個々の患者さんの問題としてだけでなく、社会全体で取り組むべき重要な課題として位置づけられております。我が国の健康寿命を延ばすには、これらの NCDs に対する新しいソリューションやイノベーションの普及拡大が必須であります。本日の講演会は NCDs に対する国内外の優れた取り組みが共有され、特に COPD と循環器疾患の関連について深い議論が行われる格好の場になるのではないかと思います。さらに、我が国が現在直面する COPD の課題だけでなく、その早期発見や進行を予防する方法が見出されることによって、アクセスしやすく質の高い、誰にとっても平等に機会が与えられる医療システムの構築という未来につながる内容になることを期待しております。本日の講演会によって皆様には新しい知識と視点が得られ、今後の活動に活用されることになるのではないかと思います。また、参加された皆様のネットワークが拡大し、さまざまなアイデアが生まれることを期待しております。結びに、本日の講演会の成功を記念してご挨拶とさせていただきます。それでは次に、アストラゼネカ・バイオファーマシューティカルズビジネスエグゼクティブバイスプレジデントのルード様からご挨拶をいただきます。So good afternoon, everyone. And on behalf of AstraZeneca, it's a great pleasure for me to welcome you all for this, I think, very important symposium, Transform Care. This subject is very close, as a global pharmaceutical company, is very close to our heart. And the reason for that is simply in the next slide. If you see the numbers of people suffering from chronic diseases, the numbers are really staggering. As we speak today, more than 3 billion people in the world are suffering from chronic diseases, rare diseases, and cancer. And that number is going to increase in the years to come, for the simple reason that we are facing an aging population. After 2030, 1 out of 6 people in the world will have an age of over 60, 65 years. And we all know that with aging, more chronic diseases will appear. Here in Japan, already almost 1 out of 3 people in Japan are already having an age of over 60 years. Now, equally, it's also clear that non-communicable diseases are a huge, huge burden for patients, not only from a morbidity perspective, but also from a mortality perspective. 43 million patients every year are dying across the globe because of a cardiovascular event, a respiratory event, or cancer or a rare disease. And I think it's all in our hands in order to do a much better job in order to make sure that patients will live longer and more healthier. And last but not least, including in Japan, we clearly see that the burden for the healthcare costs are rising. Wherever I travel in the world, clearly governments are under very substantial pressure in order to manage the cost for healthcare. And there's not an easy solution, but I truly believe as public-private partnerships, we can help each other and we can help the government in order to do it in the most efficient way. Equally, if we look at why AstraZeneca is well poised in order to play their role in the global healthcare burden, it's more or less relatively simple. We as a company are spending an enormous amount of time, effort, but also dollars and scientists in order to find new solutions for diseases where there's a high medical need. In AstraZeneca alone, we are employing roughly 20,000 scientists who are tirelessly looking for new solutions in order to bring new medicines to physicians and patients. Equally clearly, innovation is at the heart of what we are doing, not only in the key centers where we are doing our research projects, but as a global company, we have a true global footprint.
And last but not least, and I will say a few words about that as well, we are very committed also from a sustainability perspective in order to help not only the patients, the people, the society, but also clearly the planet. And last but not least, we are somewhat unique versus other global large pharma companies because we have a very large footprint both in primary care, specialty care, as well as in rare diseases. This slide gives you a little bit the global footprint of our research and development activities. We have identified 6 what we call strategic sites across the world, where our researchers once again are tirelessly looking for new solutions in order to bring new medicines to patients and physicians across the world. 2 in the United States, in Gaithersburg and Boston, 2 in Europe, in Göteborg, as well as in Cambridge, and also in the Far East, here in Asia, Beijing and Shanghai. And equally, of course, Japan plays a very pivotal role. Science is at a very high level here in Japan, and we're very proud to work with many academic centers here in Japan as well. Equally, we also need to recognize that we are all together navigating through one of the most disruptive periods in the healthcare industry. And of course, as a company, we need to be humble here. There's only so much we can do as a company in order to add and to help societies in order to create a better healthcare system. And there is a crisis, let's face it. In many countries, and once again, in many countries I'm visiting, we see a tremendous amount of waiting lists in order to see cardiologists, pulmonologists, rheumatologists, even medical oncologists. And I personally believe that building more hospitals, thinking that more physicians can be employed in countries is a little bit of a dream. So we need all together, we need to work on how can we make healthcare systems more resilient. And I think there are solutions here. I think what we see at the moment with new technologies, artificial intelligence, I truly believe there are solutions in order to make healthcare systems more resilient. And equally, of course, let's not forget that the healthcare industry in total, so hospitals, the industry, are responsible for 5% of the world carbon emission. And it's also our job, collectively, in order to do a much better job, in order to reduce that percentage, so we also protect the planet moving forward. A few words about our efforts of sustainability. And clearly, as a growing business, we recognize the interconnectivity between the business growth and addressing the major healthcare challenges of our time. And our healthcare sustainability strategy focuses on how we do business across the world. We have a presence in more than 150 countries in the world, and to make a positive impact, that's clearly one of our strategies, to make a positive impact to our people, to our societies and the planet as a total. And that clearly includes a focus on action on climate and nature, health equity, and health systems resilience, already what I've mentioned before. But I also firmly believe that we cannot do that alone. We need to work together with important partners here in the room, as well as people listening in order to work together, all together, in order to create a more healthcare resilient system. And we believe that science, innovation, and collaboration, we can achieve that. And that's also a big call out to all of you in order to help us, not only for the function you are representing, but also for all the people who are counting on us in order to do that. Last but not least, as a company, let's not forget why we are here day in, day out, why the researchers are doing what they are doing. This lady I met last year during the European Society of Cardiology. It's a young mother of 3 beautiful children, and she was suffering from hypertension for many years. Unfortunately, it was not recognized, and her hypertension led to a very serious decline of her kidney function. As a result of that, she is now on daily dialysis, and she's waiting for a kidney transplant in order to make her life more livable. I think it's a call out to all of us here in the room, healthcare professionals, people from the industry, in order to work day in, day out, tirelessly, in order to help patients like Annika to have a better life. For me, it's a source of inspiration, and I really hope it's the same for you as well. With that, I'm really looking forward for an excellent symposium.
this afternoon. And with that, I would like to hand over back to Professor Miyata. Thank you so much. ユード様、ありがとうございます。以上をもちまして、開会挨拶のセッションを終了します。続きまして、次のセッションに入ります。ここからは、慶應義塾大学医学部医療政策管理学教室教授、宮田博明先生にファシリテートをお願いしております。宮田先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、再び宮田です。ここからはですね、トランスフォームケアのグローバルビジョンのセッションに入りたいと思います。ファシリテーターといっても2人のプレゼンテーターを紹介して、感想を述べるという感じなんですけども、それでは最初のセッションの、紹介させていただきます。まずはじめにですね、アストラゼネカグローバルメディカルバイオファーマシューティカルズシニアバイスプレジデントのアレクサンダー・デ・ジョルジオ・ミラーさんから、トランスフォームケアビジョン保険医療の改革を目指してと題して講演いただきます。それではアレックさん、よろしくお願いします。Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Alex Di Giorgio. I'm the head of the medical organisation for AstraZeneca. To kick off today's exciting agenda, I'd like to play a short film. So please, cue the film. It was hard not knowing what was wrong. Everything hurt. It's really just constant struggle. You're short of breath, everything that can remind you that you're sick all day long. I have to grieve the loss of my old life because my life is not the way I imagined it would be. I take something like 16 or 20 different pills every single day. Blood tests like you would not believe. I don't know if tomorrow I'm going to wake up and be full of life, or if I'll need help getting out of bed. I just couldn't get air in, I couldn't get air out. I felt like I was suffocating. We are entering the greatest healthcare transformation in history. But the health systems of today are broken, fragmented. Every day, millions of people face the daunting task of navigating a confusing and disjointed system. Access to care is not equitable. Diagnosis comes too late. Treatment is delayed and suboptimal. Guidelines are not followed. Diseases worsen. We over-rely on emergency services. Cardiovascular, respiratory, and cancer-related deaths are on the rise. Health systems and governments know that something must be done. We are focused on key areas of healthcare delivery with the aim of transforming patient outcomes and reducing the extraordinary global burden of disease. Pharma must address all the multiple needs we have: diagnostic, combination therapy, patient identification, understanding the medical need, monitoring of the patient, etc. The challenge is clear: to find, diagnose, and treat more patients earlier. For health systems to be more resilient with capacity to grow. Preventing disease progression and giving back years of life to millions more people. Together, in partnership, we will transform care. So it's an absolute pleasure this afternoon to be able to present AstraZeneca's vision to transform care, a truly company-wide strategy to partner with health systems around the world to find, diagnose, and ultimately treat millions more people living with chronic diseases, rare diseases, and cancer with guideline-directed medical therapy. And this is a bold departure for how a pharmaceutical company would typically operate, going beyond bringing medicines to patients, but working with health systems to improve the speed and quality of care, working on the diseases that are having the biggest impact on society and our health systems today, and helping to build health system resilience and more capacity to treat millions more patients for generations to come.
As Ruud very nicely showed, we are entering a really extraordinary period in healthcare. The burden of non-communicable diseases is on the rise. Over 3 billion people today living with chronic diseases. Over 1/3 have more than one disease. The burden of cardiovascular, respiratory, and cancer-related death is growing. These 3 causes of death alone account for 80% of the 43 million people that died last year from NCDs. Emergency services are becoming overloaded as a result of our reactive, hospital-based care model. And health inequality is growing. We're seeing disparate changes in how variations in care are manifesting. We're seeing that life expectancy between the least deprived and the most deprived in a single city can be a 10-year difference. So these are really extraordinary numbers. And as the video said, we all now appreciate that something must be done. Now, wherever we go and whoever we work with, we see the same 3 challenges to quality care delivery. Diagnosis is happening too late, and too often it's in the wrong setting. If you're living with heart failure today, 80% of those patients are diagnosed in the hospital, many after they've had their first event, and their disease is progressing irreversibly. We're seeing that we're not using preventative medicines, medicines that prevent disease progression and keep people out of hospital. It is very difficult to follow guidelines. A primary care doctor today has to follow around 100 different guidelines, some of which are updated 2 times a year. It's very, very difficult to practice evidence-based medicine. They need more help. And our care pathways are very fragmented. I think everyone in this room will have experienced the frustration of bouncing around between primary care and secondary care, not getting the specialist care that they need. Care pathways are rarely designed. They are existing services bolted together in a patchwork quilt, and patients are falling between the cracks. And what we see in every single country is this graph on the right, where there are tens of millions of patients who are not diagnosed, and tens of millions more who have a diagnosis but are not being treated with guideline-directed medical therapy. In fact, across all of our disease areas, it's very rare that you see more than 20 to 25% of patients receiving optimal therapy. And so we have this vision of what a different care model looks like, moving from this fragmented, reactive care pathway on the left, where we're dependent on hospital-based care, to a more integrated, proactive healthcare system with the patient and their data right at the center, where a patient can get a diagnosis and access to treatment in a community setting, where we follow the guidelines, where every patient's data is linked on an electronic medical record and we can find them no matter where they are in the health system, where transitions of care are seamless and automated, and where research is integrated into the holistic healthcare delivery model. We know that health systems that provide more access to clinical research have better outcomes than health systems that don't. So if you see a specialist, how do we ensure you get access to guideline-directed therapy or access to innovation as part of a clinical trial? That is something we are incredibly passionate about at AstraZeneca. And I think one of the things that sets us apart as an organization, as Ruud alluded to, is the breadth of diseases that we are bringing this ambition and vision to. These are the diseases that are having the biggest impact on our health systems today. Asthma, COPD, heart failure, chronic kidney disease, hypertension, cancer. They account for about 60% of all hospitalizations today. And so it is with this disease expertise in mind that we have an ambition to partner with health systems around the world to find, diagnose, and treat 25 million more patients by 2030, reducing disease progression, hospitalizations, and premature death, and bringing millions of patients years of life. Now, we do not have limitless resources, so we need to be smart about where we deploy them.
And so we've decided to focus on 4 key areas of healthcare delivery that we believe we bring unique expertise. The first is proactive screening and diagnosis, bringing access to simple, affordable diagnostics in the community setting, and enabling electronic medical records to find patients at risk and to pull those patients in for review. The second is guideline adoption at the practice level, actually supporting healthcare professionals to follow the guidelines. We're deploying large-scale quality improvement programs across many countries, hundreds of hospitals and general practices, to help healthcare professionals follow a guideline and to demonstrate in partnership through evidence the value of following the guideline. And we're bringing clinical decision support tools to help physicians to make the right decisions around which treatments to use. We are advancing specialist care pathways in 3 ways. 1, automating referrals and discharge protocols. Secondly, building new centers of excellence that can do everything from diagnosis to treatment to management, all under one roof. And thirdly, bringing a remote monitoring capability across all of our specialty care products to be able to support patients in their home. And then finally, and perhaps most importantly, innovative health policy reform, bringing new guideline incentives, funding, and infrastructure to make sure that health systems are able to fund these initiatives sustainably so that they continue long after we've gone. And at AstraZeneca, we've been working on this strategy for about 2 years, and I'm delighted to say we've already had tremendous progress. In 2024 alone, we initiated over 200 bespoke partnerships across 50 different countries. And our initiatives with the health systems have enabled us to impact the care of 23 million people, 7 million of which were given a new guideline-directed medicine. We've reduced hospitalizations, we've reduced the number of deaths, we've reduced health system carbon footprint, we've diagnosed patients earlier, better outcomes for patients, better outcomes for the health systems. And beyond the work that we've been doing across countries and across diseases, the other thing I'm really proud of is the impact that we've had across the entire patient journey. From the work we've done in the primary care setting, like in this example in the UK, in chronic kidney disease, through specialty care in diseases like severe asthma and in cancer, through building centers of excellence, through supporting building integrated care pathways across primary and secondary care, and by building this bespoke home care service to improve the lives of patients and manage them entirely from the home. Now, given today's agenda around transforming care in Japan and the particular focus on COPD, I wanted to focus on 3 key examples on that previous slide that are directly applicable to this agenda. The first is the example in Canada, building an integrated care pathway across primary and secondary care. The Ontario government in Canada had a very similar agenda to the Japan government through Health Japan 21 and Honobuto, which is to say, how do we reduce the burden of COPD on their health system? And we worked with them to create a seamless pathway between primary and secondary care to identify their high-risk patients. We provided certified case managers to assess those patients and make a recommendation to the treating physician. And the treating physician finally made the decision to change background therapy. And what we saw over a 2-year period was a 71% reduction in hospitalizations, a 61% reduction in major cardiovascular events, saving 25,000 hospital bed days and over $30 million in healthcare resources. And after that first 20,000 or so COPD patients, we started to include lung cancer as another disease area to include in that screening process. And of the first 1,000 COPD patients, over 80% of those were diagnosed in stage 1 or 2, which is a 48% stage shift. So really quite remarkable outcomes in Canada. The second example is a quality improvement program in the US, also in cancer, working with 32
community-based oncology practices. Again, a similar process helping them to find at-risk patients, supporting clinical decision-making, and very importantly, providing evidence support to measure the impact of the work that we've done in partnership. This resulted in a 27% increase in the testing rate using advanced diagnostics and a 20% increase in the number of patients treated with a precision medicine. And then finally, an example in China, where we were working with the Chinese health system with cardiologists to build 1,500 new centers of excellence to manage type 2 diabetic patients at risk of cardiorenal complications. In the space of 2 years, they are now managing over 3 million patients on optimal guideline-directed medical therapy. Over half of those patients' diabetes are now well controlled, and last year alone, there was a 35% reduction in the number of new onset CKD cases. So the message I want you to take from this is each of these initiatives are very scalable from disease to disease and health system to health system. Now, for the agenda today, I just wanted to say up front that we are incredibly excited by Japan's ambition to reduce the burden of non-communicable diseases, as set out in Health Japan 21 and in Honobuto. The targets that have been set, particularly for COPD, are ambitious, but as I've shown in that previous slide, are clearly achievable. We are fully aligned and deeply committed to supporting your agenda to increase healthy life expectancy, to improve sustainability, and to increase access to innovation. I very much look forward to a very exciting session this afternoon, which I hope is just the start of the conversation and the beginning of a fruitful partnership between the government, the clinical community, and AstraZeneca to improve care for patients in Japan. And so, to summarize, I hope you share our bold ambition to transform care. As Ruud said, the whole agenda is powered by innovation and disease prevention. We have the ambition to treat 25 million more patients by 2030, and we have the same desire to improve health system sustainability, life expectancy, and bring more innovation to millions of patients. Thank you very much.アレックスさん、ありがとうございました。アレックスさんからは NCDs が世界的な課題となる中、それに対する保健医療の世界共通の課題についての問題提起がありました。で、実はこのプレゼンテーションと呼応するようにですね、私たちが作っているこのパビリオンを軸とした万博体験もあります。リングの上をもうすでに歩かれた方、どれぐらいいらっしゃいますか？結構ですね。はい。で、静けさの森、そしてその中にベターコービングというパビリオンがあるんですが、これがどういう構造になっているのか、全ては共鳴してるんですね。リングの上を歩くと、その中に世界各国のパビリオンが、小さな地球のようにひしめいているんですね。そしてその向こうに瀬戸内海や外の世界が広がっている。未来に世界の人たちと一緒に直面している。で、それは時に輝かしい可能性でもあり、共通の課題でもあるということです。で、そしてその静けさの森には何が表現されているか、生態系、世界とのつながりとともにですね、そこに未来の問い、今回のテーマウィークに対応したさまざまなアートがあるんですね。で、つまりそれは単に危機を共有するということだけではなくて、この課題解決というものに対してどう向き合っていくのか。アートっていうのは単にこの問い、答えをきれいに見せるということではなくて、問いを立ち上げる一つの舞台装置なんですよね。で、まさに今、お話しいただいたプライマリケア、専門医、メドテック、病院、研究、そういった各分野の能動的な統合的医療の仕組みっていうのは、我々が目指すベターコービング、共に未来に向き合う中でですね、一緒に歩んでいく。そういったこのコンセプトとも重なり合うものだと感じています。で、そして次の、プレゼンテーションは、アストラゼネカグローバルポリシーアドボカシーヘルスイクイティバイスプレジデントの、ステファン・ウィーバーさんから、いただきます。
すべての人々にとってのベターコービングを実現する政策とパートナーシップの力としてですね、ベターコービングというタイトルを、言葉をタイトルに入れた講演を、いただきます。それではステファンさん、よろしくお願いします。Thank you so much, Professor Miyata. Dear guests and colleagues, I'd like to speak to you about public health policies and the role that it plays to transform healthcare systems, as we heard from Alex DeGiorgio-Miller before and from Ruud. Public health policies have the potential to save millions of lives, more than any individual physician or any medical specialty can. But in the absence of public health policies which are strong and which are implemented, patients will continue to be diagnosed and treated too late with poor outcomes and with costs that are way too high for the healthcare system and really bring healthcare systems to the brink of unsustainability. I will talk to you about COPD, chronic obstructive pulmonary disease, over the next 10 minutes, because I think it's a fantastic example of a disease where all the tools exist to make sure that patients do not have to go to the hospital, to make sure that patients have a better quality of life and a longer survival. The tools exist, but the implementation is what is weak. And that is where policy reforms are needed and will add a lot of value. I know there are many healthcare leaders in this room and a lot of experienced physicians, and I look forward to discussing this with you and with other international experts that will join us later in this session later today. I am Stefan Weber, and I lead global policy, advocacy, and health equity in AstraZeneca. Oh. Here we are. So as Alex mentioned before, the path to a more sustainable and also a more equitable healthcare system is really by finding and treating patients earlier. That's not how health systems work today. As you know, most of the times, the healthcare system is more passive. It's ready, but it's waiting for the patient to present at the physician office or in the hospital. This is why, in our framework of transforming healthcare, policies are so important, that shift in the healthcare system to earlier action, to earlier detection, earlier treatment is made. So now, let's talk a bit more about COPD and why I chose COPD. First of all, it's a serious and it's also an irreversible disease, which affects the lung function and airflow. Also, patients with COPD, they have a lot of comorbidities, other risk factors for heart disease and other diseases. It is actually the third leading cause of mortality across the globe. Nearly 400 million people have COPD, and it's probably more because one characteristic of COPD is the amount of underdiagnosis and misdiagnosis. Another hallmark of this disease is that many hospitalizations occur. Many patients experience what is called an exacerbation, which is a sudden peak in their symptoms. So this is typical for COPD, the amount of hospitalizations and the cost that COPD imposes on the health system. To this point on the far right, that COPD across the globe will cost $4.3 trillion by 2050, which is $4,300 billion, also a big number. But to put that into perspective, the Japanese society spends $170 billion every year for education, primary, secondary, and tertiary education. So the cost of COPD, actually, with that money, you could spend 25 years and send everyone in Japan to the university over that time period. So when we speak of, or when Professor Miyata speaks of better coping, it is really important to understand the social consequences that disease also pose to the society. As you can see on the bottom, a recent Lancet publication warned that while there has been progress in other non-communicable diseases, in terms of progress of reducing severity and mortality, this is not the case in COPD. We are not making progress in COPD as we should. Why is that?
a big reason for that is the lack of prioritization by governments and by policymakers. So what you see here on this chart, on the bottom left to the right, is the proportion of the years of life lost due to different diseases. So you see further on the right means higher proportion of mortality caused by the disease. And COPD is in third position in this chart. This is US data, by the way, from 2021. What you see on the left-hand side is the amount of public funding that goes into COPD. And so you would assume that the higher the burden of disease, the higher the public funding that goes into this disease, so that the points would be somewhere near this red line. As you can see, COPD is a clear outlier. Huge burden of disease, very low public funding. This is data from the US, as I said. Same data you can find in Australia and in other countries. There is truly a chronic under-prioritization of COPD. And it really, it strikes me that this is the case because the impact that it has on patients is so obvious. What you see here on this chart from left to right is a typical patient flow. It starts with the diagnosis, and 65 to 80% of all the people that have COPD, they are not diagnosed with COPD. They're misdiagnosed or not diagnosed at all, meaning they will not get the right treatment. As I mentioned before, many patients with COPD, they land in the hospital because they are not on the right treatment. And what you see now on the right-hand side in orange is particularly interesting, that although the people that are hospitalized for COPD, 6 out of 10 of these people, they still do not get guideline-directed medical therapy. And many of them end up in the hospital again after only 90 days. As I mentioned in the very beginning, a lot of this is absolutely avoidable. We have all the tools. On the left-hand side, you see the tools that are available today. We have the know-how, we have the knowledge through evidence-based guidelines such as GOLD. We also have integrated care pathways. We know how specialists and primary care physicians can collaborate effectively to treat the disease. Also, we have effective technologies to diagnose, to monitor, and many pharma companies, including AstraZeneca, have invented medicines to help patients. So when we have all these tools, what is happening? And what typically happens in health systems, it takes almost 20 years to implement a new medical standard or intervention across the population. 17 years on average. We do not have 20 years more. I showed you the huge cost of COPD, so I know you're thinking, we do not have 20 years in Japan to implement the treatment guidelines. And this is where policy reform comes in and where it is needed, to make sure that we can accelerate the implementation of these policies. I spoke about policies now a few times. In my mother tongue, German, the word doesn't even exist. So I want to just take a moment to explain a few of the key characteristics of good policies. First of all, political will, clear goals, incentives for changed behavior. It also includes funding, human resources, monetary resources that are provided to implement these guidelines. This is important not to happen just at the national level, but at every single level, city level, regional level, and the national level. I want to give you now 3 examples of really strong policies related to COPD, because it can be done. We will have an expert later on to speak about the German Disease Management Program for COPD, DMP, Disease Management Program. 20 years ago, Germany said, we have to take control of this disease. So what the Germans did, they developed a plan how they will treat disease at the national level. They also developed 12 performance indicators that they want to measure to see if they are on track in getting good grips of COPD. The first 2 indicators clearly show that they are focused on keeping patients out of the hospital. One indicator is low exacerbations. The other indicator is low amount of avoidable interventions. Clearly shows the preventative approach the Germans are taking. They also changed rules and regulations. They made sure that primary care physicians can prescribe COPD. Before it was only the specialists. And they made sure that this can happen across the country, providing resources, providing funding. So it costs more, yes, they spend more, but you can see the outcomes. They reduced mortality, they reduced hospitalizations. Alex already spoke about Canada, which is a different approach. I call it the bottom-up approach. Germany, from the top down,
implementation in Canada from the bottom up because it originated in a province in Ontario, a prefecture in Japan. And what they did, they focused on the people at the highest risk of being hospitalized. And in Ontario, those are the people that live in remote areas, and it's the people that have low socioeconomic status, that they are poorer than the others. More than 50% of COPD is in those people, and they are difficult to reach. So what Ontario did, they created new roles, respiratory educators, to go into those communities, educate about COPD, and made sure that these people are on the right treatments. So it's a different approach with amazing outcomes. You can see minus 51% hospitalizations only after 1 year. Lastly is an example from China, which I call the bottom-up and top-down approach, a mixture of Germany and what I showed you about Canada. Because what China did, only last year, it integrated COPD into their national public health program. Only one disease made it into this program, which then provides nationwide implementation. Over 100 other diseases applied for inclusion, but COPD made it because policymakers understood the amount of human burden that is caused by COPD, but also financial burden. So through programs in the cities, in different cities in China, where different care models were implemented, they were able to show that every dollar that they invested into better COPD care through primary care physicians returned $6. So ROI, a return of investment of 600%. So while COPD costs a lot to implement, the societal returns are tremendous as well. So I hope through these examples, I was able to demonstrate the power of policy reform to unlock huge societal benefits. Now you may wonder, why is AstraZeneca talking about policy reform? Alex and Ruth, they spoke about partnerships, and we also partner with policymakers. We support strong, robust evidence generation so that the policies that are implemented are science-based. So we provide research grant, we provide our knowledge. That's on the left-hand side. In the middle, you also see pictures of people. We bring people together from different countries. We, for example, brought the experts from Germany together with the experts in China, which helped them to think about which policies could help in the Chinese context. So we built bridges across countries and across experts across the globe. And on the right-hand side, you see some logos of partnerships where we bring in other sectors, other companies from other sectors, where we bring in politicians, we bring in prominent people as well to give even a bigger importance to a certain disease area, like chronic respiratory diseases, but also heart disease. One thing that people say that is unique about AstraZeneca is the science-based approach that we have in policy discussions. The other is we have a long-term perspective. Many policymakers, they're concerned about the next 6 to 24 months. AstraZeneca, our time frame is 6 to 24 years. We have a very long-term perspective because we make big investment decisions in which therapy areas we want to be. And so this time frame, the long term, is very important in the design of public policy strategies which provide value to society. I'm now on my last slide, and I want to bring my talk to a close with what I believe are the key success factors for public health policies. First, having a clear vision for change and policy targets on the left. Second, evidence-based intervention, that this work is done in a science-based manner based on local data. Third, having sufficient funding. And it's not just monetary resources, it's also human resources that are deployed to really transform care in a disease area. Lastly, the right incentives so that people that demonstrate the right behaviors, the right prescribing, that they are also benefiting from that. And that it's incentivized, that people stay out of the hospitals. So those regions, those hospitals that do a better job in keeping patients out of the hospital, that they are rewarded for that as well. And finally, that implementation is supported in all places of a country. So policies can not only stay at a national level, they really have to trickle down to the local level as well. I am delighted to discuss this further in an upcoming panel, but before we do so, I'd like to show you a video.
ステファンさん、ありがとうございました。ステファンさんからですね、COPD にフォーカスして世界的な課題を、にどう立ち向かうのか、そういったこのパートナーシップの中で、医療政策を変えていったことが、COPD そのものの政策の転機につながっていったという、非常に力強い事例をご紹介いただきました。でステファンさんとは実は2021年のですねドバイ万博のテーマウィークでもご一緒してその時に私たちが提案したベターコービングに非常に共感いただきました。でそしてそれが今まさにこういったパビリオンそして万博の場で実現していることを彼も非常にとてもポジティブに先ほどお話をいただきましたが実は今お話しいただいた内容もこのパビリオンの体験に非常につながっているんですね。で先ほどは世界的な課題このビジョンをいかに共有するかという話だったんですがこのベターコービングパビリオンの中、屋根も、壁もない、つながっているつながらざるを得ない世界を象徴するこのパビリオンの中で重要な体験として虹を立ち上げるというものがあります。で虹っていうものを共に作るのはですね、やはりこのパートナーシップ先ほど紹介いただいたものが必要なんですね。風を読んでそして雨を降らせてその雨がどこに降ってくるのかそして太陽が差し込む方向というものをみんなで探して一緒に見つけていくというこのプロセス、通常気象というのをなかなか作り得ないんですがこれを共に立ち上げるということが、ポジティブな未来を共に作るという、一つの象徴でもあるんですね。でベターコービングというのはまさに今ステファンさんにご紹介いただいたこのパートナーシップによって未来を作っていくというプロセスでもありそしてこれがまた他の領域ですね COPD だけではない他の NCDs にも広がっていくこういった話に本当に共鳴いたしました。今お二人からですねトランスフォームケアの必要性そしてそれを実現するための保健医療政策のパートナーシップの重要性にお話をいただきそれがいかに今回の万博のパビリオンともつながっているかということをお話しさせていただきました。でそしてこの議論がですねこの後のパネルディスカッションそしてジャパンパートでの議論の参考にもなっていくんじゃないかなと思います。以上でトランスフォームケアのグローバルビジョンこのセッションを終了したいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。宮田先生ありがとうございました。それでは次のセッションに入ります。講演の準備をいたしますので少々お待ちください。お待たせいたしました。ここからはアストラゼネカグローバルポリシーアドボカシーヘルスイクイティバイスプレジデントのステファン・ウェバー氏にファシリテートをお願いし宮田先生にはパネリストとして引き続きご登壇いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。Thank you so much. So now we have the pleasure of 4 experts across the globe joining us. So I just want to make sure if the technology is working for this session. Do we have our guest speakers with us? Can you bring them up already? So maybe while we wait for that, very good, wonderful. Thank you so much for joining. So we have with us at the top right of the screen Professor Wirth, who is past president of the German Society of Lung Studies and Breath Studies. He's an expert in the Ministry of Health in Germany, working across disease management programs for asthma and for COPD. So the program that I mentioned before, today you have the expert from Germany, Professor Wirth, before you. We also have Professor Yang. Dr. Yang is chair professor of the National Taiwan University College of Medicine. He was the former president of the National Taiwan University, and his major research interests include lung cancer genomics and precision lung cancer therapy. Thank you so much, Dr. Yang, for joining us. And we have Professor Holt, and I hear Professor Holt is even on holiday and joining us from his well-deserved holiday. Thank you, Professor Holt, for joining. Professor Holt is director and the CEO of the Seha Kidney Care Clinic and adjunct professor at Khalifa University in Abu Dhabi. Previously, Professor Holt, he worked as a hospital director and as a professor at the universities in both Melbourne and in Sussex in the UK. We have also the pleasure of Dr. George Wharton on the top left of your screen joining us,
Professor Wharton is an Associate Professor of Health Policy at the London School of Economics with an academic background in international relations and health policy. His work focuses on a broad range of themes in comparative international health policy. Thank you all for joining us. Thank you, Stefan, and thank you to the panel. So I have the pleasure of asking the first question, which I'm going to ask Professor Wharton, which is, George, you've worked extensively in shaping policy across many countries. Could you say a few words around, what are the critical success factors to driving sustainable change in a health system? Thank you, Alex, and thanks, Stefan, for that kind introduction. It's a great honor to be on this panel. So, in answer to that question, firstly, I have to say I'm a great believer in the power of policy to make enormous change for good. And I'm a huge believer in the value of intersectoral collaboration in this, but all successful policy interventions begin first and foremost with a really good understanding of the nature of the problem, particularly when we're talking about health systems and challenges such as non-communicable diseases. We're dealing with very complex issues. These aren't issues that are amenable to sort of simple, straightforward, quick fix solutions. So I think the most successful policy initiatives that I've been involved with have always taken a system perspective, looking at multiple dimensions of a challenge, really trying to map it in great detail and investing upfront in getting the diagnosis right, because if you don't get the diagnosis right, your policy solution isn't going to address it effectively. A really good example of this kind of systems approach is the work that we've done with AstraZeneca and with Professor Miyata and his group at Keio University on the Partnership for Health System Sustainability and Resilience, because what we do is take a very holistic view of a health system and its challenges and try to identify ways in which a multi-dimensional approach can tackle these challenges. So that's the first thing, getting a really detailed understanding of the problem. The next thing, of course, is you need the right policy solution. And clearly, you begin with the evidence, what has worked, what can work. And here you can often take lessons from elsewhere, but it's vital that policy solutions are sort of contextually adapted. And something that I think I would reflect on is that generally, obviously you need strong leadership, you need clear direction, but when it comes to health systems, top-down administrative fixes are seldom successful, and neither can you just leave it to the market, right? So you need intelligent design of policy solutions. And healthcare is an interesting sector. It's very professionally driven, of course. Reform is not something that can be done to a health system. It has to be done very much with the health system, and that means that you need to engage stakeholders right through the system, right through to the front line, and also across sectors. So you've got a problem, the problem is recognized and understood, you've got a policy solution, then of course you need to get your policy solution adopted and actually implemented. And here is where the politics comes in. Health systems are very political, health policy is rightly political. It's important for accountability. And the most effective policy solutions always have really strong political support and sustained political support. And what these coalitions of advocates that come together to develop policy solutions need to do is to be very aware of that, to be ready to act when a political window of opportunity opens, but also to be ready to create those windows of opportunity by getting the evidence on the table, validating the solution, making sure that you're engaging with the right people. So 3 dimensions of successful policy there. Thank you so much, George, for the wise words. And I'd like to now go from the theory to the practice and pass it on to Professor Wirth from Germany. As you heard, the disease management program was a huge achievement in Germany. So Professor Wirth, can you share with us, what did you do to make sure that COPD becomes such a political priority? And can you also share some recommendations for our colleagues in Japan in terms of what a program needs to look like so that it is truly implemented across the country? So, first, COPD is a widespread disease. It is a cost-intensive chronic disease.
That means politicians are aware of possible problems with cost-intensive diseases and also health insurances. And there was a disbalance between health insurances who pay for healthy workers and also health insurances who pay for the overall population. And to compensate that and to improve the management of COPD patients, the German COPD disease management program was founded, and we started with work to create a guideline for the disease management program in about 2000. And up to now, we improved the disease management program and performed some actualizations. It is important to base the program on evidence-based guidelines. In Germany, it was the National Care Guideline we used, which has similar results and data as a GOLD guideline, for example, but adapted to the situation in Germany. The second important thing is that in creating the guideline for the DMP, service providers, specialists, family physicians, and patient representatives all together performed and constructed this program. And it included not only the diagnosis and treatment, but also the cooperation between care sectors, like family doctors, who is the pilot in the program, specialists, hospitals, and also rehabilitation units. And this guideline was used to be transported to the 17 health regions in Germany who had to use the main points of the program, but could change local things by their own regulations. And the helpful thing is that we found in the first 3 years of work a reduction of mortality, a reduction of hospital stays, and an improvement in the management also found by reduction of exacerbations. And therefore, we think it is a helpful program. It leads to more specific management and effective management for patients. The participation of the patients is voluntary. And therefore, we saw a small reduction of participants during the corona epidemic. But now it starts again to be going up. Unfortunately, up to now, we included about 10 to 15% of the presumed number of COPD patients in Germany, but the number is increasing, and we hope with increasing time, we get more patients in. Thank you so much, Professor Wirth, and I really admire what you've achieved, and also this approach of providing clear guidelines from a national perspective, but allowing flexibility at the local level. I would like to stay in the lung, but now go over to lung cancer, which is also a disease where acting early is critical, obviously. So I would like to pass it on now to Professor Yang. Taiwan has really pioneered a new approach to lung cancer screening and transformed the outcomes that patients can achieve because you're able to detect and diagnose lung cancer at early stages of disease. You've achieved something that other countries have not yet been able to do. So, Professor Yang, I'd like to ask you, which measures did you implement to ensure that every person at risk of lung cancer participates in your screening program? And I'd also ask you a second question, what results have you achieved? Can you share a bit the excellent results that you achieved? Okay, thank you. Actually, lung cancer is the leading cause of cancer mortality worldwide. But if you look at the epidemiology of lung cancer, we all know that smoking is the most important risk factors. But non-smoking related lung cancer is increasing, especially in East Asia. Actually, Asia has the highest disease burden of lung cancer in the world. Around
more than 60% of lung cancer occur in Asia, and also 62% of lung cancer mortality occur in Asia. And the smoking prevalence is quite different from the Western country, especially in Eastern Asia, that most of the women, they did not have smoking history. But many countries in Eastern Asia, actually, women is the number one cause of cancer. The number one cause of cancer mortality in women actually is lung cancer. Most of them are non-smokers. So in Taiwan, because in our lung cancer patient, 2/3 of them actually they did not have smoking history. Although lung cancer is the leading cause of cancer mortality in men and in women in the past 20 years, but in 2/3 of them actually they did not have smoking history. So if we just based on screening focus on heavy smoker, then 2/3 of our lung cancer patients will not be screened. So based on our previous talent study, we found that it's possible that we are able to identify the risk factors for non-smokers, especially those with family history of lung cancer. We are able to perform Dodo CT screening. So we convince our government to start nationwide Dodo CT screening for screening of lung cancer, focus two populations, heavy smokers. And another population is the non-smokers, but they have family history of lung cancer. In this program, it is very successful, actually. We have screened more than 200,000 of them, and the lung cancer detection rate is up to 1.3%. Most importantly, more than 85% of them are stage 0 or stage 1. That means that we are able to shift the stage from the 30% of stage 1 disease increased to more than 75% of them are stage 1 disease. And especially the stage 4 disease, before lung cancer screening, that more than 50% are stage 4 disease. But now, through the Dodo CT screening, we are able to reduce the stage 4 disease to only 7%. By this way, we are able to reduce lung cancer mortality. And we also try to extend the eligibility of lung cancer screening from 30 PEG years to 20 PEG years to increase more eligibility for lung cancer screening. Another very important one would be the age. We also increase the age to 80 years old and also reduce the age for screening to 40 in women and to cover more lung cancer risk subject that can be screened. Very good. Thank you very much, Professor Yang. Professor Holt, you'll be delighted to hear we're going to change tack from the lung to the kidney. And, you know, we've shown, I think, quite conclusively that when you follow guidelines, you can improve clinical outcomes. You've done some pretty extraordinary work in chronic kidney disease, which shows that if you follow guidelines, not only do you improve outcomes, but you can also have a material impact on the climate. Could you say a few words around the evidence that it took to build that insight? And from a policy perspective, sort of how have you been able to pull it through, to make climate a real priority from a health system perspective? Well, thank you. Yes, the UAE hosted COP28 last year, you'll remember, and it's making good progress to its 2050 net zero goal. So from a policy perspective, the UAE are fully bought into trying to reduce CO2 emissions. And healthcare is responsible for a large amount of CO2 emissions. And particularly nephrology and kidney care is particularly resource intensive. And we were able to show really the key messages that CKD is damaging to the environment at all stages, but worse as the CKD stages progress. With the highest CKD stages, those people who are on dialysis, hemodialysis in particular, accounting for almost 7 times the CO2 emissions of the earlier stages. And so you can well imagine why that might be, because dialysis is very resource intensive, particularly when we think about the amount of electricity, water, and plastics that we use. So you mentioned screening and early treatment. And that means that by
using this same methodology, trying to identify people early and treat them early, we keep them in lower CKD stages, which are associated with lower carbon footprints. Of course, the other strategies, which are, of course, all in line with good patient care as well, are to transplant more patients, because, again, the CO2 emissions for kidney transplantation are a lot lower than those for dialysis. And in fact, in 2023, the UAE won an award for the fastest growing deceased organ retrieval program in the world, which really speaks to the fact that the government are backing up these efforts to try and reduce carbon emissions. We're very fortunate to have a lot of water reuse strategies within our dialysis facilities. We use a lot of water within our reverse osmosis machines, which produce the ultra pure water for our dialysis machines. And 90% of that is often thrown away. And we've been reusing that for grey water uses and irrigation. We have solar hot water, and we're increasing the solar photovoltaics on all of our buildings now. And there's an aim to have in the UAE by 2030 something like 19 gigawatts of power, which is about 30% of all power being produced by renewables by 2030. So there's a real push to try and get more renewables within our service, and particularly in nephrology. We also plans to reprocess plastic waste on site, which has a number of advantages. And although we need some more work, and I know that there's a lot of work being done worldwide, we need to work on repurposing plastics after sterilization and recycling it. But we've also had to look at changes in the law and the regulation, because currently, at least in the UAE, the regulation is that all contaminated medical waste needs to be incinerated. So there's still work to be done, and this is sort of ongoing. The other things that a lot of people have been doing worldwide is looking at using more remote care with computer links to reduce carbon emissions by travel, which we found to be a large part of some of the carbon emissions associated with treating any chronic disease, really, particularly in visits to hospitals and other places. So there's some really exciting projects happening, particularly in our part of the world, both in terms of reducing carbon emissions, but also in carbon capture with rewilding coastal areas and things. And all of these, of course, need to be financially sustainable, and there are good business cases that drive all of these things. And so the key message really is that these environmentally friendly policies are all financially sustainable, and that means that they should be very applicable very widely. Thank you so much. Really inspiring examples which show you in your respective fields have all supported a transition to acting earlier on non-communicable diseases, with a huge positive impact on people's lives, on the economy, but then also on the environment. How inspirational was it to hear those examples? And I think it's fitting now to come to you, Professor Miyata, for the last question on this panel. And I'd like to ask you, which lessons do you draw from the different examples that we've heard in this panel and previous presentations? And where do you see the biggest opportunities to more effectively treat non-communicable diseases in Japan? Thank you. We have a huge opportunity to transform the course of NCDs in Japan. This is essential if we want to achieve the reality of healthy aging for all. And NCDs make up 87% of Japan's deaths, and the decline in major mortality from major NCDs has showed over recent years. And there is also clear evidence, you already mentioned, that acting early, as we have heard from previous speakers, and adopting an integrated care approach will save lives and cost. For example, for COPD, which caused 1.0% of Japan's deaths in 2023, improved follow-up post-hospitalization could save 736 million in total lifetime cost, and improved access to integrated
disease management could save over 1 billion lifetime total cost, and both would also save lives. So I think COPD is a quite important prototype for Japan because we can many room for improve the treatment. And also there is many room for improvement for the early detection. That's made a great sense for Japan. And also the Japan is already hyper-aging society. It's a mirror of the world. So other advanced countries or also the global south countries may become the hyper-aging society soon. So we can solve the problem. It might be the good evidence for the other world. Thank you. Very good. Thank you so much. So sadly, we're out of time. Firstly, just say thank you so much to the panel and to Professor Miyata. Just to attempt to summarize what we've heard today, I think it's clear that the burden of non-communicable diseases is really taking a great toll on the world, on patients, on health systems, and on the climate. I think clearly we all have a very critical role to play in terms of thinking differently about how health systems need to set themselves up to proactively identify at-risk patients earlier and to treat them earlier in the community setting. I think if there were 3 takeaways, the first is clearly, number 1 is evidence. I mean, I'm sure Professor Miyata, you would agree, like we need access to more accurate epidemiology data, but also live real-world data from the health system itself. The second, I would say, is around how do we integrate primary and secondary care pathways so that they are working together as one. We find ways to protocolize it so that we can find these patients and make sure they get access to the medicines that they need. And I think in the longer term, I would say, as far as Health Japan 21 and Honobuto is concerned, and particularly with regard to COPD, we need to democratize access to simple and affordable community-based diagnostics so that we can diagnose patients earlier and treat them earlier and prevent disease progression and keep them out of hospital. Is that a fair summary, my fellow co-hosts? Good. Well, in that case, it just remains for me to say thank you so much again to the panel and thank you to all of you for coming. Thank you. ご登壇いただきました宮田先生、ステファン氏、アレックス氏、そしてオンラインでご出演いただいた皆様、ありがとうございました。次のセッションの準備をいたしますので、少々お待ちください。お待たせいたしました。続いては、ジャパンビジョンヘルスケア2035と題しまして、さまざまな議論を行います。ここからは、日本医療政策機構ヘルス&グローバルポリシーインスティトゥート代表理事、事務局長、則武良二先生に進行をお願いいたします。パート1、国内において行政は NCDS 負担の増大に対してどのように対処してきたのかの進行は、日本医療政策機構ヘルス&グローバルポリシーインスティトゥート代表理事、事務局長、則武良二先生にお願いいたします。なお、大変恐縮ではございますが、時間の都合上、先生のご経歴につきましては、スクリーンでのご紹介とさせていただきます。それでは、則武先生、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご紹介に預かりました則武と申します。ありがとうございます。こんにちは。今までのこのディスカッションの中で、ステファンから、カナダの事例、オンタリオの事例ですとか、中国の事例等でこの COPD という比較的、政策の優先順位が低かった領域で、諸外国がどのように対処してきたかという話がありました。非常に示唆深いお話だったと思います。で、一方で日本でもですね、健康日本21というプログラムをはじめ、この COPD を少しでも
世の中の関心事にしていこうという取り組みがなされてまいりました。その中心にいらっしゃったのが今日私のお隣にいらっしゃる横山先生なんですけれども、そういった皆様から横山先生、古井先生からお話聞けること大変楽しみに私もしております。ということで、このジャパンビジョン、まさに諸外国に対して日本がどういうビジョンを持って対処してきたかという議論を行ってまいりたいと思いますけれども、まず今日厚生労働省の大臣官房の国際保健福祉交渉官の江添さんからメッセージがあるということですので、そのビデオを拝見したいと思います。お願いいたします。皆様、こんにちは。厚生労働省国際保健福祉交渉官の江添と申します。本日は健康寿命の延伸に向けたトランスフォームケアという時宜にかなったイベントで発言の機会をいただき、光栄に思っております。非感染性疾患 NCDs 対策は、高齢化が進んだ我が国のみならず、途上国においても国民の健康を考える上で最も優先順位が高い課題の一つとなっております。我が国の高齢化率は現在約 30% に達しており、死因の上位3つは、がん、心疾患、脳卒中と NCDs が死因の上位を占めています。我が国の健康寿命は2001年から比較して男女ともに約3年伸び、着実に延伸しつつありますが、人々の健康を増進していくためには、引き続き NCDs の予防を徹底していくことが非常に重要と考えております。世界に目を向ければ、NCDs によって全世界で年間4300万人が死亡しています。そして NCDs による死亡の約7割は低中所得国で発生しています。このような状況を受けて、本年9月25日には第4回目となる国連総会 NCDs ハイレベル会合が開催される予定です。全世界で NCDs 対策への機運が高まる中、日本政府としても取り組みを加速しています。前回2018年の国連総会 NCDs ハイレベル会合では、当時の加藤勝信厚生労働大臣から NCDs 対策の加速のためには、各国のベストプラクティスを共有することが重要であり、日本の経験も経験していきたいと発信されています。NCDs 対策の充実に向けては、保健システムの安定・強化が重要です。その観点から、日本が60年以上前に達成し、長年にわたって知見を蓄積したユニバーサルヘルスカバレッジ UHC を世界各国において実現することが不可欠です。今申し上げたように、我が国は人間の安全保障の理念に立ち、UHC を世界で達成する重要性を強調し、その実現に向けて取り組んでまいりました。しかしながら、世界では未だ多くの人が必須の医療サービスにアクセスできず、また医療サービスにかかる高額な自己負担により、経済的に困難な状況に陥っていることが報告されています。こうした状況に対し、我が国の知見と強みをもって取り組みを一層進めるべく、我が国は WHO 及び世界銀行と連携し、世界各国における UHC 達成のための知見共有や人材育成を行う世界的な拠点、UHC ナレッジハブを日本に設置すべく現在準備を進めています。UHC ナレッジハブのユニークな点の一つとして、特に低中所得国の保険財政を強化することが鍵だと着目していることが挙げられます。このような着目点のもと、このハブでは各国の保健省のみならず、財務省も対象に政策立案者や実務者に対する能力開発支援を行うことを検討しています。こうした UHC ナレッジハブ等の取り組みにより、世界の UHC 達成が推進されることで、世界の保健課題の解決が図られることを期待しています。我が国としては引き続き積極的に貢献していきたいと考えております。また本イベントでは NCDs の中でも特に慢性閉塞性疾患 COPD に焦点を当てていると伺っております。WHO の報告によりますと、世界の疾患別の死亡順位で COPD は第3位となっています。2019年の1年間にはおよそ300万人が COPD で亡くなっていると推計されています。
このように COPD は世界の公衆衛生上の重要な課題となっています。我が国では COPD でありながら未受診の方が500万人以上いると推定され、COPD による死亡者数は年間約1万8000人と報告されています。5月19日からスイス・ジュネーブで開催予定である第78回 WHO 総会においても、肺の健康に関連した決議案が議論される予定であり、我が国は共同提案国入りするなど、この分野において国際的に積極的に取り組んでいく所存です。日本国内に目を転じても COPD については健康日本21で目標が掲げられており、国内各地域での取り組みもしっかりと進めていく必要があります。今回のイベントでは健康日本21の策定に関わられた横山先生はじめ多くの先生方がご参加されると伺っており、活発な議論が行われること、さらにこれをきっかけとして対策がさらに推進されることを期待しております。以上、私からのご挨拶とさせていただきました。ありがとうございました。はい、江添さんありがとうございます。今お話にもありましたけれども、その日本はグローバルヘルス国際保険の領域で、貢献をしてきたんですよね。でこういった非感染性疾患 NCD 領域においてもいろんな形で、提言を出してまた国際協力にも貢献してきました。一方でじゃあちゃんと日本の国内でできているのかっていうところが課題になっていて、我々その世界にこう日本の健康寿命健康長寿国素晴らしいというふうに言いつつも、じゃあ実際にその国内の政策が停滞してしまうとなかなか説得力が生まれませんので、国内の医療政策どういうふうに進めていこうかというところが大事になってくるわけです。で今江添さんの話にありましたけれども、この健康日本21、まさにこう国民運動なわけですけれども、この21の中で発症予防そして重症化予防が大事な、生活習慣病非感染性疾患としてごめんなさい4つの疾患が挙げられています。一つはがんですね。これは皆さん納得感があるかなと思いますし、循環器病対策も挙げられています。でまた糖尿病も入ってるんですけども、で残りのもう一個というのがこの COPD なんですよね。でこの3つの疾患に比べると COPD ってちょっとやっぱり一般市民にはそんなに浸透していないところがあって、これは今のお話にもありました通り、危機的な状況だというふうに思っております。でぜひこの行政としても日本全体としても COPD の優先順位を上げていかなければいけないんだけれども、先ほどの前のセッションにもあった通り、各国この COPD の優先順位を上げるというところは苦労されているという状況があるわけです。でその中でこの健康日本21の中で専門委員として策定に関わられた松山市民病院呼吸器アレルギーセンターセンター長、そして高知大学名誉教授でいらっしゃいます横山先生に今日お越しくださっておられます。健康日本21における NCD 対策といかにこう COPD をどう位置づけてきたかというところについて、ぜひ先生の教訓というか好事例をご発表いただければと思います。横山さんどうぞよろしくお願いいたします。先生のちなみにご略歴こちら載せているところで割愛させていただければと思いますけれども、長くこの COPD 領域でご活躍されていらっしゃいます。横山先生お願いいたします。はい、横山でございます。それでは始めさせていただきます。私は健康日本21における NCD 対策と COPD の位置づけというタイトルでお話をさせていただきます。これは私の COI でございます。本日を含めいくつかのメーカーから講演料をいただいているということでございます。でこれは我が国における健康づくり運動の歴史を示したものでございますが、厚生労働省の、非常に何ていうか一番重要な施策としてですね、国民の健康づくりというのがあるわけですけども、この1978年から、国民健康づくりという政策が始まりまして、およそ10年きっかり10年ではありませんが10年おきに更新をされてきました。で、
現在が第5次の国民健康づくりということになりまして、で2000年からはですね21世紀ということで健康日本21というサブタイトルがついておりまして、健康日本21としては現在第3次が昨年から始まっているということでございます。で、これ第2次の評価でございますが、右の方に書いてございますが、目標全部で53個ありましたけども、目標に達したあるいは達してないけども改善傾向にあるというのが半数以上ございまして、一部 7.5% 悪化しているというものもあったということでございます。その最たるものがこのメタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少というものでございまして、これは10年間で100万人以上増えたということでございました。で COPD につきましてはそこの一番下にございますけども、第2次では COPD の認知度の向上ということが目標になっておりまして、10年間で 25% 程度だった認知率を 80% に上げるという目標でしたが、結局のところ 2,3 割であまり変わらなかったというふうなところでございます。でこれが第3次のビジョンと基本的な方向性というのを示しておりますが、最終的な目標としてはですね、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現ということでございまして、この左右に書いてございます誰一人取り残さない健康づくりということ、それからより実効性を持つ取り組みというのを考慮しつつ作ったというものでございます。真ん中にございますように、真ん中の下にございますが、個人、それから社会環境、そしてライフコースアプローチというふうなことを、考えながらですね、政策を作ったということでございます。でこれがその3者の関係を表す、図ですけども、ちょっとポインターは使いませんけども、真ん中のところにですね、個人のレベルで生活習慣の改善、これはリスクファクターを低減して、生活習慣病の発症を予防したり重症化を予防したり生活機能の維持向上を頑張るというものであります。しかしそのベースにはですね、社会環境の質の向上というのを目指すと。すなわち自然に健康になれる環境づくり、個人の生活習慣の改善を促せるような社会環境をしっかり作っていくということであります。でさらにその一番下のところにはライフコースアプローチを踏まえた健康づくりと書いてございますけども、これは胎児期あるいは新生児期の環境もですね、将来の生活習慣病成人病に影響するんだということを考慮して、対策をしっかりしないといけないということを考慮しているということでございます。でこれがそれぞれの個人のレベル、それから社会環境のレベル、そしてライフコースアプローチのところの目標の概要でございます。で右側の方に目標が書いてありますけども、目標というのはその公的統計に基づく目標でないといけないというのがございます。で例えばちょっと見えにくいですが、糖尿病のところを見ていただきますと、目標としてですね、合併症、これ腎症の割合ですとか治療継続率、コントロール不良数だとか有病者数というのがありますが、こういった公的統計があるのでこれが目標になっているわけですが、 COPD の場合はそういった公的統計がございませんで、死亡率が目標、これが究極のあれですけども、これが目標になっているということでございます。
で、先ほど来言ってます NCDs ですけども、これノンコミュニカブルディジーズということで非感染性疾患ということですが、これはかつて成人病と言われて、その後生活習慣病と言われたような病気でございまして、高齢化に伴ってこういう病気の有病者数の増加が引き続き見込まれておりまして、その対策は健康寿命の延伸を図る上で引き続き重要な課題だということであります。そのために健康日本21では先ほど則武先生もご紹介になりましたように、がん、循環器病、糖尿病、そして治療 PD というものに関する目標を設定しております。でこれらの4つの疾患はですね、国際的にも重要な NCD と捉えられておりまして、包括的な対策を講じることが重視されている疾患でございます。で COPD というのはCOPD という名前を聞いたことがあるという人を含めても30% ぐらいの認知率ということですけども、ちょっとどういう病気かご紹介しておきますと、主として有毒粒子ガスが原因で勢いよく息を吐き出せなくなる病気でございます。でその有毒粒子ガスの代表といいますか主たる原因は、日本ではタバコということになります。でこれによってですね、これを吸うことによって、気管支の炎症を起こして気管支壁が厚くなったり、あるいは内腔に痰が溜まったりということで、空気の通り道が狭くなる。で一方で、右側の方ではタバコによって肺胞というのが破壊されまして、肺胞というのは気道を外側に引っ張る、作用も持っておりまして、この壁が壊れることで、気道を外に引っ張る力が弱くなって、潰れやすくなると、そういう両者が相まって、勢いよく息を吐き出せなくなってしまうと、そういう病気でございます。で COPD に関するファクトを見てみますと、これも先ほどのセッションでもありましたけども、 COPD っていうのは世界的には死因の第3位で、長くそうでした。しかしCOVID が入ってまいりまして、これが死因の第2位になったものですから、今第4位になっているということです。で2019年のデータが先ほど言われましたけど、2021年では350万人が死亡していて、全世界の死亡者数の 5% 程度を占めるということでございます。で高所得国我が国を含めてですね、喫煙が COPD の 70% 以上の原因ですけども、LMIC、これは低中所得国ですけども、そういうところではちょっと割合が減りまして、家庭の大気汚染、これバイオマス燃料を使った料理をするなどですけども、それが主な原因になっているということで、あります。そういうふうにCOPD はタバコだけが原因ではないということも重要で、タバコによる自己責任疾患だというふうな見方もありますけども、それだけが原因ではなくてですね、ここでは5つの原因が示されてますが、タバコ、環境の暴露のほかに遺伝的、これは日本ではほとんどありませんけども、それと感染、それから発達早期のイベントというのもございます。これは肺というのがですね、20歳過ぎまで成長する臓器なわけですけども、それが何らかの障害があってですね、最大に到達すべき肺機能がそこまでいかないというふうなことがあると、そういった人でCOPD が起こりやすいというふうなことが分かってきたということで、そういう方も割合多いんだということでございます。それで第3次におきます目標は全部で51ございますけども、その中で COPD に多少なりとも関連するだろうというのを少し見てみますと、ここではですね、女性の痩せ
というのがありますが、こういった方が妊娠して出産しますと、出生体重の小さいお子さんが生まれると。でそういった方はその肺の成長がやや、最大到達肺機能というのが下がる方が出てくるということであります。それから、肥満というのは小児喘息のリスクファクターでもありまして、小児喘息があると、一部の研究では4分の1ぐらいの人にその肺機能、最大到達肺機能が小さくなるというふうなデータもございまして、こういう発達に原因がある COPD というのに関係するということであります。でこれは身体活動、運動ですけども、身体活動の向上というのは COPD の予後を改善いたします。COPD の予後因子としてはこの身体活動というのが一番大きいと言われております。で喫煙はもちろん COPD の、我が国では最も大きな原因ですので、タバコをやめたい人がやめると書いてありますが、やめたくない人もやめるべきだなと思っております。一番下の妊娠中の喫煙というのも低出生体重児の原因になりますので、これもぜひやめないといけないということです。それから自然に健康になれる環境というのはですね、環境というのは身体活動性に非常に大きく関与をいたします。そこに書いてございますように、ウォーカブルな環境は身体活動量を増加させるということがよく知られています。もちろん受動喫煙も、ダメよということでございます。それから社会とのつながり、心の健康の維持向上ですけども、社会的孤立っていうのは身体活動性の低下を招くということがよく知られていますし、社会的孤立は、死亡率が上昇すると。これタバコ15本1日15本程度に相当するというようなことが言われています。今後なんていうんでしょうか、こういう世帯がですね増えていくというふうにも言われておりまして、この辺は非常に重要なところだというふうに思っております。で第2次で COPD の認知度が目標でしたけども、3次でももちろん認知度を上げるということが重要だというふうに思っております。でそれによってこういう病気があるということで早めにタバコをやめていただくということもそうですが、疑わしい方は、肺機能検査を受けていただいて、早期発見に努めていただくと。でそれによって発症抑制、重症化抑制、それからこの病気は併存症が非常に多い病気ですので、それを早期から管理する。それから、併存症が多い関係でですね、併存症に隠れた COPD というのも多いので、これも重要な問題でございます。で併存症の中で特に心血管疾患とは非常に関わりがあってですね、これは私どもが以前報告したものでございますが、タバコを吸って肺が悪くなる人はどうも動脈硬化も起きているということであります。で同じ量のタバコを吸ってもですね、これは45歳から60歳の健常な成人男性を対象にしてますけども、この年代ではそれほど動脈硬化は起こらないんですけども、肺が悪くなると動脈硬化が起こるということで、早期から潜在的な動脈硬化が生じているんだというふうに考えております。もう時間がありませんのであまり言いませんが、皆様方にはですね NCDs、COPD の知識を身につけて、ぜひ周りの方を含めて健康寿命の延伸を目指していただきたいということで、話を終わらさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。はい、横山先生、大変分かりやすくご説明いただきありがとうございました。COPD 死因の日本でも3位、COVID-19 の時にちょっと変わったかもしれませんけど、基本的には3位ということで、非常に大きな疾患の負荷、個人にとっても負荷でしょうし、国家
国としてもやっぱり非常に大きな負荷だということがよく分かりました。また生活習慣病という名前もこれ本当に正しいかどうかということも議論あります通り、タバコを吸わないだけではなくて、例えばその住んでる環境ですとか、遺伝的な要因ですとか、いろんな要素、もしくはお母さんの痩せてるか痩せてないかというそういう出生前の状況とかも含めて、いろんな要素があるので、単に自分の責任でしょ、COPD ってあなたタバコ吸ったからでしょで終わらせることのない公衆衛生的な取り組みといいますか、国を挙げた取り組みがまさに必要なんだなということを身に染みて分かったご発表でしたし、宮田さんがこのテーマウィークの宮田先生がベターコービーイングということをおっしゃっていますけれども、まさにウェルビーイングの先を行くよりみんなで共にウェルビーイングを良くしていこうというベターコービーイングというテーマにも非常にマッチする領域、COPD という疾患領域なんだなということがよく分かりました。横山先生、ちなみに一つだけちょっとクエスチョンなんですけど、学会呼吸器学会の方でCOPD をこの健康日本21の方に入れていくということで非常にご尽力されたというふうに聞いておりますけれども、それはどういうサクセスストーリーがあったんでしょうか。これはですね、第2次の時から COPD というのが入っているんですけども、なぜ入ったかというと、やはり先ほど世界のNCDs っていうことでご紹介しましたけども、がん、心血管疾患、そして糖尿病に加えて COPD っていうのは非常に重要な病気でありますので、日本でもですね、当然その疾患啓発と、対象として、健康日本21で取り上げるべきだということで、取り上げられているというふうに理解をしています。はい、ありがとうございました。大変よくわかりました。それでは次にですね、この今議論があった健康日本21、またさらにはそこから先にさらに重要なさらにといいますか同時に重要な国の施策である骨太の方針というのがあるんですけれども、そちらの政策をデータヘルス計画としてどう社会実装していくかという点でご尽力をされている東京大学未来ビジョン研究センター特任教授、自治医科大学客員教授の古井裕二先生にお話をいただきたいと思います。先生のご略歴ちょっと映しながら私話したいと思いますけれども、こちらの通りですが、先ほど私面白いなと思ったのは横山先生のところで COPD はその死亡率しかデータがないんだと。だから対策のロードマップ引きづらいんだというようなご示唆があったんですけれども、その点も含めて古井先生がまさにデータヘルスを駆動させてこの国民の健康を良くしていこうという取り組みをされていらっしゃいます。政策決定を導くデータヘルスとその役割というタイトルで同じく15分程度お話しいただければと思います。古井先生、どうぞお願いいたします。皆さんこんにちは、古井でございます。則武先生、また過分なご紹介ありがとうございました。それでは私の方からレクチャーを始めたいと思います。で、次のスライドお願いします。私のこちら、はい、ありがとうございます。すいません。はい、COI はこの通りでございます。それでは私の方からお話をいたします。で、今の現在日本では長寿国というふうになっていますが、1950年代65から69歳の死亡率というのはちょうど今の80代前半の死亡率になっています。要は長寿国日本の政策課題は死亡率の低減からまさに健康寿命の延伸へと転換が図られているところです。で、その中で今則武先生からもありましたけれども、このデータヘルスというのは長寿国の政策課題であるその健康寿命の延伸というのを目指して入った新しい仕組みになっています。そして自分らしく生きること、ベターフォアビーイングもそうなんですけれども、ウェルビーイングを重視する政策へということがございます。で、まさにこの高齢化が進んできますと、本当に健康格差を含めていろいろな多様性に応じていく、包摂性ということもありまして、でそういった背景を踏まえてこのデータヘルス、データを使って効果的なヘルスケアを政策的にやっていくということですけれども、全ての国民を対象にするという意味で国民皆保険制度に実装をされています。でまたデータによって国民個々の健康課題
で特にこのデータヘルスではまさに NCD というところをメインにターゲットとして考えています。で国民の健康寿命の延伸を目指す新たな仕組みづくりとしてデータヘルスが創設をされています。2013年の日本最高戦略の中で掲げられ、で2015年から始まって今ちょうど10年目を迎えています。でただ先ほど横山先生のお話を伺っていましたけれども、本当にいわゆるがんとか、糖尿病とか循環器疾患はよく言われるんですけれども、 COPD という言葉が直接的にデータヘルスには入っていません。もちろんテリトリーの外ではないんですけれども、やはりどちらかというと循環器やがんの方が重要視されていて、 COPD が入ってないわけではないですけれども、あまり強調されてないという問題を改めて私も認識をしたところです。そしてデータヘルスは国民皆保険に入っていますので、全ての国民が対象だという特徴がありますけれども、標準治療というのは皆さんご承知のように進んできました。ところが標準予防というのはまさに今これを構築するために始まったばかりになっています。どこに住んでいても働いていても COPD であっても循環器疾患であっても、その人の性年齢や健康状況などに応じて質の高い予防サービスが受けられるようになるために、今後5年から10年をかけてこれを進めていこう。そしてここにある程度投資をした分を高齢化が進む他の海外諸国に輸出をしていこうと、こういう戦略があるわけです。で少し私の自己紹介も兼ねてですけれども、データヘルスというところの出会いなんですけれども、まず私は20代の頃に3カ年無依存というか、過疎地に研修で行かせていただきました。その中で非常に心に残ったのが、同じ遺伝子、日本人は単一民族なのでほとんど遺伝子が似た民族なんですけれども、例えば北海道、それから長崎、長野で全くなりやすい病気が違うと、死亡率も違うということに非常に感銘を受けたというか衝撃を負いました。でこのような健康課題の多様性に出会いまして、やはりデータを活用した疾病予防というのが重要ではないかというところに始まっています。でその後東大に戻りまして、2003年にこの予防サービスだけをやる、部門というか会社を作って、いわゆるスタートアップなんですけれども、50人ぐらいのメンバーで約300万人ぐらいの方にデータヘルスの前段なんですけれどもプログラムを提供しておりました。でその後、大人だけではなくてやはり子どもから必要だろうということで、数年前からなんですけれども、東京と静岡だけですが小中学校の保健体育の授業の中にデータヘルスを今入れ込んでいまして、まさに子どもから教育のストック化を図っています。そしてちょうど10年前から政府のいわゆる骨太方針の専門委員をやらせていただいていまして、で本当に政策に関わるようになって思うのは、まさに政策の大方針を決めるときにいかにどこに投資をしていくかというその資源配分がとても大事だなというふうに考えています。でそのような中でまず最初のテーマなんですけれども、このデータヘルスというのは全国で今3400の医療保険者があります。私はその中で文科省共済というところに入っていますけれども、その全ての保険者がデータを活用してデータヘルスという予防事業をやり始めてちょうど今10年目を迎えています。でこの医療保険者の強みというのは、全国民をカバーをしてデータを集積する仕組みを持っているということが大きな強みになります。そして今これからやろうとしているのは、全国すべての保険者で共通の評価指標 KPI を設定をしていまして、その KPI によってどんな、例えば COPD あるいは循環器疾患にどんな介入をしたらどんな効果が出たか出なかったかというのをこれから知見を積み重ねて、それを全国に共有していこう。できればこれをアジアの国などにも展開できればいいんではないかと考えています。でこちらはある先行してデータヘルスをやってくれた県で35市町村がある県なんですが、これは赤色の方が10年以上前の特定健診の実施率になっています。これは左から順番に実施率が高い順番に35市町村が、並べてあります。でこれが10年後なんと底上げがされまして、
特定健診の市町村の格差自体も県全体で 33% 格差があったのが 19% まで格差も縮小ができました。これはデータヘルスによって知見を県内で共有したことで市町村格差が是正をして、そして県全体のレベルがアップしたという事例になります。でこういったことを実施率、アウトプットだけではなくて、今後例えば健康寿命に関わるような死亡率であったりとか、いわゆるヘルスコンディションを上げていくと、こういうところに使っていけるのではないかと思っています。そして今日後半のテーマですけれども、この EBPM エビデンスベースドポリシーメイキングというのが今年の4月から始まりました。今まで EBPM をやっていなかったかというとなかなか難しいところですけれども、それが本格稼働したということになります。でこの骨太方針2024、ちょうど1年前の閣議決定されたものの中に、この EBPM を進めるためのアクションプランというのが入って、今年の4月に導入をされています。でその上の方にあるように、誰もが活躍できるウェルビーイングが高い日本社会を作っていこう。またもちろん社会保障だけではなくて、経済、財政、社会保障すべてが持続可能性を確保しようというのが目標になっています。でこの中の社会保障政策の3番目の KPI の中に、まさに健康寿命の延伸で、これをまさに国民の生活習慣の改善によって実現をしよう。先ほど横山先生からもあった、まさにこの健康日本21第3次で謳われている KPI を達成していこう。この中には COPD が入っているのはご承知の通りです。そしてこのデータヘルス計画、すべての保険者が掲げる、循環器もがんも含めて、でこの KPI を到達することで日本の国力、そして持続可能な社会保障制度を作っていこうということで意味付けがされたところです。そして私たちのチームもデータヘルスに関して、KDB とか NDB というのは皆さんご承知の通りなんですが、もうちょっと細かい現場でどのような予防的なインターベンションをやったかというデータを少し、左側が職域、右側が地域になっていますけれども、データベースを作ってでそれを解析をしていくということを3年4年前から始めているところです。で右上にあるように、じゃあメタボ改善にどんな予防プログラムが効果的だったのか、あるいは、働き盛り世代で健康状況、ヘルスコンディションが悪くなっていくとどれだけ離職が進んでいくか、そのような学術的な論文が出始めています。またデータヘルスは子どもも重要だと思っていまして、先ほど申し上げたように保健体育の授業の中にデータヘルスを今少しずつ入れているところです。子どもが変わると8割以上のお父さんお母さんの行動も変容したということが分かっています。例えばデータヘルス授業を受けたお母さんたちの翌年度の乳がん検診の受診率がアップしたということも分かっています。で最後まとめですけれども、骨太2024の中で社会保障をコストから投資に変えていこうと、つまりデータによって価値を生み出すヘルスケアトランスフォーメーションというものを進めていこうということが謳われています。で国民の健康寿命延伸を目指すデータヘルスによって、そのプロセスを通じて新たな価値、知見を創造していこう。でこれが EBPM を促す仕組みにもなり得るんではないかと、こういうような世界観でございます。私から以上です。ありがとうございました。古井先生ありがとうございました。ちょっと戻りますが、横山先生のお話の中にはライフコースアプローチという言葉があって、生まれた時もしくは出生前からずっとエンドオブライフ、命が終わるまで、いろんな健康増進をしていこうという議論がありました。今の古井先生のお話の中に、日本はこれから健康長寿の時代になって死亡率を減らすんじゃなくて、まさにヘルシーエイジングといいますか、健康で寿命を延ばすことに力点を置くべきだというご示唆があって、でそのためにはまさに国民個々人が、市民一人一人がデータについて理解をしてデータヘルスを推進していくことというのが非常に重要だということを改めて感じた次第です。またエビデンスベースドポリシーメイキングという言葉が出てきました。データに基づくといいますか、
実証の証拠に基づく、政策の立案ということなんですけど、政策提言をする我々シンクタンクに言うと、どうしてもこういう政策ってこう声の大きさとかあの人が言ったからしょうがないよねみたいな話でこう終わりがちなんですが、そうじゃなくて、データに基づいてエビデンスに基づいて政策も作ればいいし、健康政策も作っていくことで、結果的に国民一人一人の生活だったり健康が増進されていくんだという、こういうまさにこうビジョンがある世界だったというふうに思います。ありがとうございました。瓜先生、一つだけ追加の質問です。COPD についてこれどういうデータセットをこの先生のこのデータの中から取っていくとこれからいいか、何かご示唆があればお願いできますでしょうか。ありがとうございます。データヘルスの一番の特徴というのは、いい意味でも非常に柔軟な仕組みなんですね。で、今残念ながら COPD そのもののデータが実はありません。先生おっしゃったように、喫煙しているかどうかと、あるいはそれに関連する項目がありますけれども、多分今日これからのセッションでもあると思うんですが、例えばリスクの高い人をそのデータヘルスから抽出したときに、もうちょっと細かいデータを取ってそれを合体していくということも多分可能になると思っていまして、ぜひその柔軟な健康日本21を後ろ支えするような仕組みっていうふうに考えていただければいいと思うので、まさにこれからデータを作っていってそれを合築をして、資源配分をうまくやれるんではないかなと思っています。はい、大変よく分かりました。まさにそういう意味では横山先生と古井先生がこれから協力していくことでいろんなことが起こると大変素晴らしいなと思った次第です。一旦これで、セッション1を終了したいと思います。ご登壇いただいた横山先生、古井先生に改めて大きな拍手をお願いできればと思います。ありがとうございました。則武先生、ご登壇者の皆様ありがとうございました。パート1に引き続き、パート2の成果の振り返りと今後の展望、パネルディスカッション1、COPD への取り組みにつきましても、日本医療政策機構ヘルス&グローバルポリシーインスティトゥート代表理事、事務局長、則武良二先生に進行をお願いいたします。則武先生、よろしくお願いいたします。はい、それではセッション2を始めたいと思います。引き続きありがとうございます。まず COPD についてちょっとだけセッション1の休憩前を振り返りますと、横山先生から非常に日本においても世界においても疾病としての負荷が非常に大きい。でかつそれが医療だけではなくて生活習慣ですとか社会のありようですとか、いろんな視点でこれからよくできる可能性がある領域だということがお示しいただきました。またデータヘルスの駆動性についても必要性についても古井先生からお話があったわけですけれども、このパート2ではですね、じゃあ今後これをどういうふうに実装していくのか、特にその単にごめんなさい、呼吸器の専門家だけではなくて他の疾患の専門家とともにいろんな視点で患者さんを見ていく、そしてその国民の方々の生活の質を良くしていく、そこではどういうふうにしたらこれが実装可能なのかという点についてエキスパートと議論をしていきたいと思います。健康日本21のこの目標達成に向けたですね、特にその木漏れ日2032 2032っていう活動があるんですけれども、これについても少し触れていただければありがたいなと思っております。今日このテーマをディスカッションするにあたって、日本の第一人者の方々に来ていらっしゃお越しくださいました。まず1人目は奈良県立医科大学の室先生です。そして信州大学の桑原先生にもお越しくださっています。室先生と桑原先生のCOI と今お示しの通り、また略歴については先ほどのスライドにもあった通りなんですけれども、お二方実は京都大学の病院で診療をしていた頃からのお仲間ということで、そういう顔の見える関係が、ちなみに電子カルテ上だったんでちょっと顔は見えなかったっていうふうにさっき冗談でおっしゃってましたけれども、顔の見える関係があって今がこういったディスカッションがあるというのは非常に喜ばしいことだなというふうに思っております。まず、COI こちらの通りですけれども、早速
まず室先生にお伺いしたいと思うんですけれども、先ほどのセッション1の方で横山先生の方からCOPD について解説がありましたが、改めてセッション2からご参加の方もいらっしゃいますので、この COPD という疾患とこれが健康寿命にどういう影響を与えるか、簡単にご説明いただけませんでしょうか。はい、ありがとうございます。奈良県立大の室と申します。横山先生のお話もありましたけど、COPDは年余にわたって進行していく病気ですね。気管支と肺胞っていうのが傷んで、主には喫煙者に起こってしまう病気なんですけども、それがために呼吸機能が落ちる。で、呼吸器内科医の目線としては、肺機能が落ちて息が切れるとかメインになるんですけども、当然息が切れますと皆さん歩くのしんどいから動かなくなってこられるんですね。身体活動性が低下ということですけれども、これ皆さんご存知の通りCOPD に限らず動かないっていうこと、日常生活で活動性が落ちるっていうこと自身がですね、命を短くする原因になりますし、がんとか糖尿病とかいろんな病気の原因になってくるってことはよく知られている事実だと思います。ですから私どもは呼吸器内科医で肺が悪くなっていることにアプローチするんですけど、その先に患者さんの、例えば息切れをとってしっかり歩いていただくと、そういうことを非常に重要視しておりますですね。その意味では今健康寿命っていうのは強調されると思うんですけど、フレイルとかサルコペニアとか、ロコモとかいろんな言葉がありますけど、動かなくなることが国民の衛生にとって非常に問題だということはもうだいぶ認知が上がっていると思います。でその背景に COPD があるっていうことは、かなり大きなウエイトを占めてるんだろうなと。例えば要介護になるような状態の方、その前段階のフレイルっていう方がいらっしゃった時に、ひょっとして背後に診断されてない COPD がないかなっていうようなことはぜひご留意いただきたいなというふうに感じております。はい、ありがとうございました。大変よく分かりましたし、またいわゆるなんていうか隠れ COPD と言っていいか分かりませんけど、そういうことも非常に多いんだということもよく分かりました。で、COPD について学会の活動もちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、健康日本21に COPD が入られて、呼吸器学会としてじゃあそれに対応する責務というか、やっていこうということで木漏れ日というプロジェクトをスタートされたと思います。これについて簡単にちょっとご紹介いただけませんか。はい、ありがとうございます。スライド出てますでしょうか。ちょっと行き過ぎません。申し訳ございません。はい、健康日本21の第3次ですね、昨年度2024年度から改めて開始したと思うんですけど、COPD の死亡率減少っていうのが目標に入りました。がんと糖尿病と、それから循環器疾患に加えて COPD っていうのが入って、ただCOPD 自身がですねあまり認知度が高くないっていう背景があって、でやはりどの疾患もそうかもしれませんけど、重症になるよりは軽症のうちからぜひアプローチして重症化を予防したいという思いもあって、となりますと呼吸器疾患あるあるなんですけど、患者さんが症状があって専門医のところ来るときにかなり進行していらっしゃるということがほとんどと言ってもいいかもしれないんですね。ということは軽症の方からアプローチするということになると、座って待っててもダメだと、積極的にこの診断に向かっていかなければいけないというところで、そこには文字ばっかりで申し訳ないんですけれども、じゃあ検診レベルで COPD の方をしっかりスクリーニングする必要があるでしょうというふうなこと、それから専門医じゃなくてファミリードクター、かかりつけの先生方にもぜひご協力いただければいけないだろうということで、いろんなステークホルダーの方に協力いただいてですね、最終的には COPD の死亡率抑制、さらに健康寿命の延長に貢献したいという意味で、この COPD の死亡率減少プロジェクトというのを始めさせていただいております。で、すみません、木漏れ日っていうのがですね、上のところに英語でプロジェクト for COPD Mortality Reduction by 2032とあると思うんですけど、その COPD の CO とモータリティの M をとうとう合わせるとちょうど語呂合わせで木漏れ日ってなりますので、こういうニックネームです。COPD 自身がですね覚えにくいとよくお叱りを受けるんですね。ただ COPD 自身は世界標準病名ですので変えようがありませんけど、木漏れ日っていうキャンペーンやってる病気だなっていうふうに覚えていただければというふうにぜひ希望しております。で、先ほどの話の続きなんですけれども、これ下からステップ1にで最終目標は死亡率減少ということなんですけれども、死亡率減少に至る時にですねステップ1ってね、やはり早期に発
見して早期に介入するですね、禁煙ですとか、あるいは身体活動性の向上等々を含めて、でそのためにはやはり現場の医師だけじゃなくて、受診勧奨でありますと健康診断でチェックしていただくとか、自治体の方々、あるいは検診に携わっている方々、いろんな方にご協力いただく必要があると思いますし、その上でステップ2で医療者のところに来たら私たちしっかり頑張りましょうというふうなことで、こういうふうな実行モデルを提唱させていただいています。ぜひそれぞれのステークホルダーの方々がどの時点でご協力いただけるかなというふうな観点でこれを見ていただければというふうに希望しております。はい、ありがとうございます。大変よくわかりました。このいろんなステークホルダーと一緒にというところ、ぜひ桑原先生からも後ほどちょっとご発言いただければと思いますけれども、あれですよね、ちょっと息苦しいなっていうふうに思った段階で、いろんな家庭医のプライマリーケアの方も含めて、これってもしかして COPD なんじゃないかという早期発見が、まさにライフコースで、人々の健康を向上させる、健康長寿に貢献させるという視点、大変よく分かりました。一番最初に隠れ COPD 的な状況、なかなか早期発見が難しいっていう話があったんですけれども、この疫学的なところも少し触れていただけませんでしょうか。そうですね、じゃあちょっとスライドをお願いいたします。ちょっと早期発見がずれるかもしれないんですけど、これは2023年の厚生労働省の e-stat のホームページからスライドを作ったんですけど、一番下に COPD が、これ死亡原因ですね。年間1万7000人ぐらいの方がお亡くなりになっていて、16位なんですけれども、数としては非常に無視できない数かなというふうに思っております。ただ先ほど少し触れましたけど、 COPD ってあまり知られてないんですね。一般人口でのインターネットサーベイですと 30% 少しぐらいしか COPD の病名ご存じないですし、でいろんなデータあるんですけど、ざっくり申し上げますと診断率はおそらく 10% 切っているっていうふうなことが言われています。でそういう背景で考えますと、例えばこれ死因のトップ12345を見ると、例えばがんですとか心疾患ですとか老衰、脳血管障害、肺炎で、この中におそらく喫煙者ないしは喫煙経験者の方が結構いらっしゃるはずなんですね。で多分診断されてない COPD はこの中にたくさんいらっしゃるんだろう。で論文ベースでいくとトップ6、これ明らかに COPD が合併するとそれぞれの疾患の予後が悪くなる、要するに悪影響を及ぼすということが分かってますので、死亡とそれから健康寿命という意味でもですね、ぜひCOPD に対策することは社会的な意義が高いというふうに思っています。でこれはある一つの循環器専門の先生のクリニックのデータなんですけれども、ここにあるのは診断率なので、まずこの前提でですね、循環器のクリニックにかかっていらっしゃる患者さんを連続的に呼吸機能検査やってみたんですね。そしたら喫煙者に限ると3割ぐらいが COPD だったと。 30% ですから非常にコモンディジーですね。でその3割の中でこの円グラフなんですけど、その中で実は前もって診断を受けてた方では 12% ぐらいしかいらっしゃらなくて、9割ぐらいの方は実は未診断だったっていうことなんですね。このクリニックの先生は非常に呼吸器に対しても造形の深い先生なんですけども、それでもこういう現実があったということですので、隠れ COPD をぜひ発掘してですね、というのはこれも横山先生お出しいただいたスライドだと思うんですけど、横軸時間軸で人間ってだんだん加齢していきますと体力が落ちて生理学的な能力が落ちていくんですけれども、縦軸はそういう活力みたいなイメージですね。で加齢でだんだん生理機能落ちるんですけど、COPD はそれが加速する病気だっていうふうにお捉えいただいたもいいと思うんですね。それを途中で介入してできるだけ上に持ち上げて、フレイルとか要介護にならないように健康寿命を全うしていただきたいというのが医療者としての希望になってきます。そのためには悪くなる前にぜひ介入したいということがありますと、いろんなステージでいろんなステークホルダーの方々にご協力をいただきたいというふうに考えております。そういう意味では先ほどご指摘いただきましたけど、呼吸器だけで頑張ってても仕方がなくて、いろんな先生方ともコラボする必要があると思って、特に今横には桑原先生来ていただいてますけど、肺と心臓って同じ胸郭って胸の臓器で息が切れるとか非常に共通するところが多いんですね。で横山先生のお話しましたけど COPD っていうのは動脈硬化のリスク因子でもありますので、そういう意味で循環器の先生には非常にお世話になる機会も多いと思います。で先生の方がぜひ肺と循環器の関係等をですねお教えいただければと思います。はい、それではスライドを
送っていただけますか。こちらで送れますかね。はい、ありがとうございます。この、スライドにありますけれども、まず一つは肺のこの COPD も、それからいろんな循環器疾患もそうなんですけれども、加齢ですとか喫煙、こうした共通のやはり生活習慣病から発生するという共通点が、土台が共通しているというところが一つございます。それで違いますね。それでもう一つはですね、やはり心臓と肺は室先生言われたように非常に密接に関係していて、肺で酸素を血液に取り込んで、それを心臓が全身に送るという関係ですので、そうすると、COPD で肺が悪くなるとですね、心臓が必要以上に頑張らないといけなくなる。で最初は頑張るんですけれども、だんだんへたってきて悪くなると、今度はさらに COPD 肺の機能もさらに弱くなるという、そういった負のスパイラルにつながっていく、そういった心臓と肺がどっちかが悪くなるとどっちかがさらに悪くなるというその負の連関があります。でまた先ほど室先生 COPD はフレイルと関係しているとおっしゃいましたけれども、やっぱりフレイルになって動かなくなると心臓や血管の機能も低下しますので、そういった意味でやはり循環器疾患を見るときにはやはり同時に COPD の存在があるかないか、そういったことも注意してみる必要があると思います。なるほど、ありがとうございます。お二人でやり取りしていただいて大変ありがたい限りなんですけど、あれなんですよね、やっぱり室先生おっしゃった通り、COPD を治すことがもちろん目標でしょうけど、治したところでなんていうんですか、それで実際に人々の生活が良くならないと意味がないということの裏返しを考えると、やっぱり呼吸が苦しいと。じゃあピクニック行こうとかって気持ちにもならないですし、そして塞ぎ込んじゃうと、心臓も悪くなるよねっていうのは、一般の目線から見てもそうだよねっていうすごい納得感のある話だなっていうふうにお二人の掛け合いを見て思いました。でその中で室先生にぜひじゃあちょっと何もしないとどうなっちゃうのかっていうところも少しお聞かせいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。今ご指摘のようにCOPDでよく負のスパイラルっていうことが言われるんですね。息が切れるから動かないから筋肉が弱って余計動かない、だから息も切れるで全身が弱るってことはよく言われております。でその息切れ自身はもちろん治療介入で主に吸入薬になるんですが、気管支拡張薬とかで呼吸機能を良くすることによって症状を取ることはできます。それからCOPD に増悪って言われている現象がありまして、ざっくり言うと喘息の発作みたいにですね、風こじらして呼吸機能がものすごく悪くなってっていうふうな発作みたいな状況になることがあるんですね。で今パネルに出していただいているスライド横軸が時間で5、6年経過見てますけど、この増悪っていう現象が起こる人と起こらない方がいらっしゃって、起こらない方に比べて増悪が起こる方って明らかに予後が悪いと、生存が低下するっていうことが分かっております。でこれはですね、きちんとお薬の介入によってこの増悪を抑制するっていうことはできます。ですからやはり往々にしてあるんですけど、ちょっと風邪こじらしましたねっていうところで診断されてない COPD 増悪もいっぱいあるっていうことはよく世界的に指摘されてるんですね。だからそういう方をしっかり増悪と見極めて介入することによって、このグラフにあるのは下の線じゃなくて、下の赤とか柿色の線じゃなくてグレーの健康に長生きできる人をできるだけ増やすっていうふうなことが可能ですので、ぜひそういうふうな診断介入していただきたいというふうに思います。で増悪っていうところで用語になるんですけど、先生今増悪と心臓も非常に注目されてるので、そのあたり先生コメントいただければ。はい、ありがとうございます。じゃあスライド仲良しな感じがしてはい、そうですね、こちら我々狭心症とか心筋梗塞、虚血性心疾患と呼ぶんですけれども、そういった虚血性心疾患の方に COPD を合併している方としてない方で予後がどうなのかっていうのを調査したデータなんですけれども、ここにあるようにCOPD があるともともとの虚血性心疾患で亡くなる方も増えますし、それだけじゃなくて、そもそも一番左の全死亡ですね、亡くなる方が増えるということが分かっています。
でこちらはですね、その先ほどの COPD の急性増悪を起こした方が、その後致死的な心血管イベント、心血管イベントというのは心血管病の発作ということなんですけれども、それがどのくらい増えるのか増えないのかって見てるんですけれども、やはりこのCOPD の急性増悪があるとですね、大体1年ぐらいの間、その致死的な心血管病の発作が増えるということが示されています。こうしたデータ、やはり健康寿命の延長ということを考えますと、非常に我々もしっかり考慮していく必要があるかなと思っています。ありがとうございます。一方でですよ、一方でその循環器の専門医がこの人 COPD かなっていうふうに判断するのっていうのはやっぱり専門外のことでしょうし、そうは言ってもなかなか課題もあると思うんですけれども、循環器の専門医としてCOPD を見ていく際の早期診断の課題ですとか、管理していく際の課題というのはどういうところにあるんでしょうか。はい、スライドに少しまとめさせていただいています。COPD をですね、やはり早く見つける大事なんですけれども、やはり課題があります。一つは認知度がそう高くないので、やはり鑑別診断として医師に、特に専門医ではない呼吸器専門医ではない医師には早期されにくいという問題があります。それから主な症状が咳や痰、息切れってことになるんですけれども、これはこうした症状はですね、加齢ですとか疲労、それから風邪、それから循環器疾患でいうと心不全、そういった病態と非常に近いので、やはりまずそういう誤認されやすいという問題もあります。それから胸部レントゲンはよく我々も行う診断法なんですけれども、なかなか胸部レントゲンだけで、胸部 X 線写真だけで COPD を早期に発見するのは難しいという問題がございます。で、スパイロメトリーといった呼吸器の検査をがかなり必要なんですけれども、これは結構なかなか非専門医の施設でですね、このスパイロメトリーを行うのはやっぱハードルが医療側も患者さん側にも高いですし、特に循環器病で心臓病の発作があるとか心不全がある方がなかなかやはりこのスパイロメトリーを受けること自体のリスク負担というものもありますので、そういったことがやはり COPD 早期診断の一つのハードルになっているのかなと思っています。なるほど、そうなると結構課題山積な気がするんですけど、じゃあ What we can do という何をすればいいのか少しご示唆いただけませんでしょうか。はい、ありがとうございます。一つはですね、やはり循環器内科にかかっている患者さん、循環器内科のあるいは先生方にもこの COPD による心配リスクの啓発をしっかり行っていってですね、循環器内科と呼吸器内科の先生との間で連携をしていく、そしてその中で COPD の早期診断、早期治療を促進していくということが必要だと思っています。で、一つのそれを実際に実現するためにですね、循環器系の学会と呼吸器学会のコラボレーションが最近始まっています。循環器系学会と呼吸器学会が協力して実地に即した教育の機会、医療現場での病診連携、多科連携の推進を行うことが重要だということを話し合っています。で、すでにですね、いくつかのそういった循環系の学会と呼吸器学会との間で合同セッションをお互いの専門医を呼んでですね、セッションを行うということも始まっておりまして、今後もですね、それが企画されています。で、また特に循環器学会の中でもですね、心不全っていう病態とこの COPD も合併される方が多いですから、循環器学会だけではなくて心不全学会と呼吸器学会の連携も始まったところでございます。で、日本ではですね、心不全診療ガイドラインっていうのが以前からあって、それが今年の3月に新しく改定されました。その中でも重要な併存症として COPD を取り上げています。で、心不全ガイドラインの非心血管が併存症というところに、この慢性閉塞性肺疾患喘息という項目がありまして、重要な併存症として注意を促しているんですけれども、一方で内容を見てみますとですね、現段階ではCOPD や喘息を合併した収縮力の保持された
保持されたあるいは低下した心不全の患者さんに対する心不全の治療をどうしたらいいですかっていう内容にとどまっています。その背景としてはですね、その心不全と COPD を合併している方に COPD の治療をして、心不全がどのくらい良くなるかっていうところのやはりエビデンスがまだ不足しているというところがございまして、今後そうしたエビデンスの蓄積が必要になってくるかなと思っています。で諸先生にお伺いしたいんですけれども、呼吸器学会の方から見てですね、こうした循環器系学会との連携についてはどのような感想を持たれておられますでしょうか。はい、ありがとうございます。桑原先生にもすでにご指摘いただきましたけど、息切れっていう非常に共通するような症状がありまして、で COPD と心不全は往々にして合併しますので、私たち呼吸器内科医からしても循環器疾患っていうのは非常に注意すべき病態だというふうに思います。で最近になってやはり循環器の先生方と呼吸器の先生方が、肩を組んで患者さんを良くしようっていう機運が高まっているっていうふうに思うんです。それ非常に嬉しく思っております。先ほどご指摘いただきました通り、循環器病学会と日本呼吸学会のコラボレーション、あるいは心不全学会と、日本呼吸学会との共同シンポジウムですね、この秋にも米子で開催されると思うんですけど、そういうものが機運が高まっている非常に嬉しいと思いますし、で実は心不全学会のコアメンバーの皆様と、それから呼吸器学会のポジションペーパーですね、それはもうすぐ出版されますですかね。循環器病学会のオフィシャルの英文として出版したりですとか、あと呼吸学会からしましたらですね、非専門の特に循環器の先生方に簡易型のCOPD 診療ガイドというふうなものを提供できたらというふうに、今実は作成中でですね、もうすぐ出来上がるんじゃないかと。ぜひまた桑原先生はじめ循環器の先生にチェックいただいて、それを先ほどの木漏れ日のホームページにアップしたいというふうに思っております。これからも引き続き循環器の先生にも私どももご指導いただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。我々日本医療政策機構というのはミッションが市民主体の医療政策の実現というミッションでいろんな政策提言出していて、患者さんとか市民の方々ともいろんな活動をしてるんですけど、患者さんとか市民にとっては別に臓器別に生きてるわけじゃなくて、循環器も肺呼吸器も一人の人体というか人生そのものですので、こういった形で本当に先駆的な先生方がイノベーティブに連携していただけるのは本当に国民市民にとっても大変ありがたい尊敬すべきことだなというふうに改めて感じた次第です。今室先生木漏れ日について最後おっしゃいましたけれども、最後に室先生からこの木漏れ日の今後について少しご示唆いただいて終わりたいと思います。どうぞお願いいたします。ではスライドお願いします。文字ばっかりで恐縮ですけれどもまとめさせていただいております。まず背景としてCOPD の患者様、慢性阻塞肺疾患の COPD のことなんですけれども、調査によると多分530万人前後はいらっしゃるだろうということですけれど、先ほど申し上げました通り診断率は 10% 未満ということですので、医療者ですね、医者もそれから患者さんも気が付かないうちに進行してしまっていて、気が付かれた時にはもうすでに重症化しているということは往々にしてあります。それを予防するための木漏れ日というプロジェクトなんですけれども、その死亡率低下、健康寿命の延長にはやはり早期診断、早期介入ということです。それからちょっと書き忘れましたけど、適切な治療ですね、それが非常に重要だというふうに思います。で、課題としましては、やはり認知度と診断率を上げて、実際に診断率を上げていく、それから薬剤介入含めて呼吸リハビリ等々有効な治療法というのはたくさんありますので、それのリソースを確保していくということですね。でそれの一つの何て言いますかリソースになればと思って木漏れ日2032というプロジェクトを現在活動しておるところでございます。ただこれ非常に手作りでですね、まだ発展途上でございますので、ぜひこの木漏れ日のホームページ見ていただいた時にですね、こういうコンテンツが欲しいとかですね、これが抜けてるとか、そういうふうなご要望いただければそれに合わせてぜひ発展させていただきたいという思いますので、ぜひ皆様のご指導いただきながらですね、木漏れ日の活動を進めていって、ひいてはCOPD の死亡率の低下と、それから健康寿命の延長に貢献してまいりたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。室先生、桑原先生にご登壇いただきましたけれども、まず簡単にちょっと私からもまとめますと、やっぱ木漏れ日とってもいい名前だなって思いますし、皆さんぜひウェブサイト、私も見てみたいと思いますし、ご覧いただければと思います。何回も繰り返しありましたけれども、早期発見、早期受診で、早めの治療診断が重要だということ。で、その患者さんたちが受診した際には、エビデンスに基づいた適切な医療を受けていただく、ガイドラインに基づいた適切な医療に入っていただく。でさらにはその、いろんな先ほどのセッション1でありましたけれども、データヘルス等を使って、ハイリスクアプローチというふうに公衆衛生等では言いますけれども、リスクの高い人たちには積極的に介入をして、隠れ COPD も含めて早く発見していく。そのためにはデータとの連携も大事でしょうし、桑原先生と室先生のこのコラボレーションにあります通り、疾患横断的な取り組みが改めて必要だということを感じた次第です。大変お忙しいところ、この万博会場までお越しくださいました室先生、桑原先生に改めて拍手申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。則武先生、室先生、桑原先生、ありがとうございました。次のセッションの準備をいたしますので、少々お待ちください。お待たせいたしました。続いては、パネルディスカッション2、今後の展望とコールフォーアクションのセッションに移りたいと思います。こちらのセッションは、京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻予防医療学分野教授岩見拓先生に進行をお願いしております。なお大変恐縮ではございますが、時間の都合上、先生のご経歴につきましてはスクリーンでのご紹介とさせていただきます。岩見先生、よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは。長丁場お疲れ様です。よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきました京都大学の予防医療学分野の岩見と言います。では早速ですけれども、ジャパンビジョンビジョンセッションのセッションパート2の後半のパネルディスカッションに移りたいというふうに思います。このセッションでは今後の展望ということで、地域医療に関わる皆様と NCD、並びに COPD のトランスフォームケアっていうふうにいただいたところに書いてあるんですけども、おそらく患者さん中心だとか、あるいは皆さんで連携をしてというような話になると思いますけれども、そこをどうやって実現するのかというようなお話をさせていただければというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。では、早速ですけれども、まずパネリストの皆様をご紹介させていただきたいというふうに思います。私の隣から先ほどパネルディスカッションに登壇された室先生、桑原先生、よろしくお願いいたします。で続きまして、中川市長になります。市町村自治体を代表して奈良市市長の、中川源様です。よろしくお願いいたします。皆さんすいません、ご紹介ご略歴は後ろのスライドで、変えさせていただければというふうに思います。で続きまして、そのお隣が地域の医師会を代表するお立場で、福島県医師会の副会長であり、郡山市の、郡山医師会会長である坪井英康先生です。お願いいたします。坪井先生のご略歴も後ろの方で、略させていただきます。で続きまして、そのお隣が、製薬企業を代表するお立場で、アストラゼネカ株式会社の代表取締役社長の、堀井貴文様です。堀井様、お願いいたします。お願いいたします。皆様、盛大な拍手をありがとうございます。よろしくお願いいたします。すいません、途中で笑いが必要になったら中川市長が奈良から笑いをすいません、そんな打ち合わせをしてますので臨みたいと思います。では早速ですけれども、このパネルで先ほどのパネルディスカッションの1位では COPD のケアには保険医療システムに関わる幅広い関係者の協力が必要だというようなお話をされていただいたと思いますけれども、そのアフターケアに至るまでの一気通過の疾患のマネジメント体系ということが重要だというメッセージをいただいたかと思います。そうした中で、健康日本21の中では COPD による死亡率を2023年の10万人当たり 13.3 から32年には10人まで低減するという、かなり短期的でチャレンジングなマイルストーンも示されているのかなというふうに思います。まずここにつきまして、室先生の方からこの目標を達成するために
取り組むべき課題について改めてご紹介いただければと思います。はい、ありがとうございます。前半のセッションでも言及させていただいたんですけど、前半は割と早期診断っていうところで強調させていただいたと思います。ただCOPD 自身は慢性疾患で10年20年っていう単位で考える疾患ですので、実は早期診断に注力したところで、モータリティが下がるのはかなり長いスパンがいるかなと、10年で達成できるかなと、それちょっと疑問だなって本音であります。ただ現在まだ十分な治療を受けてらっしゃらない COPD の方ですね、診断名はついてるんだけれどもアンダートリートメントの方という方、あるいはそのアンダートリートメントであることに医療者自身が気が付いていない、具体的に言いますと増悪っていう現象、ただの風邪だねっていうふうに見逃してて、きちんとした治療を受けてない方っていうのはたくさんいらっしゃると思います。まずそういう方にですね、適切な医療を提供するということ、十分な治療を提供して、増悪を抑制していくということ、そういうふうなことが死亡率の低減には直接的にまず短期的に貢献できるんじゃないかというふうに考えております。はい、ありがとうございます。そういうような医学的な視点と、そこに加えて地域医療において、介入していくということが必要になるというふうに思いますけれども、このセッションからはその地域医療のお立場で、あるいは地域という形で、奈良市長の中川様、そして郡山の医師会長の坪井先生にもご参加いただいていますので、まずはこの地域医療が果たすことができる役割ということで、中川市長の方からコメントをいただければと思いますが、その生活習慣病 COPD に対してどんなアプローチができるかと。はい、ありがとうございます。ちょっと異色の私ポストなんですけども、岩見先生から困ったら笑いを取れという無茶なオーダーいただきまして、なかなか難しい立場なんですが、保険証を持つ中核市ということでございますので、我々もですね、特にデータヘルスについては約10年ほど取り組んでおりました。特に最近ですと、平成28年からですね、本日もお越しいただいておりますが、奈良市の医師会の皆様方と、特に糖尿病性腎症の重症化予防プログラム、それから COPD の啓発ということに力を入れてきています。で、基本的には特定健診受診者の方に対してですね、啓発をするということなんですが、そもそもその COPD に対する認知度がですね、まだまだ社会的に低いんじゃないかということに強く危機感を持っております。第1期のですね、健康日本の方では 25% ぐらいだったですかね、認知度が。これ 80% にするっていうふうに書いてあったと思うんですが、我々も28年に初めてアンケートを取った時には、認知度が 48% でした。これ喫煙者に絞ってで 48% でしたが、最近では 60% ぐらいまで上がってはきているんですけれども、まだまだ社会的には低いな。それからもう一つ大きなポイントは、認知はしているんだけども、次実際に受診につながらないということが大きな課題で、ここについては医療職の方々は医療機関にね、お客さんというか患者さんが来られて初めてお仕事ができるんですが、そこに行くまでの部分は我々保健所であったり、もしくは市町村のですね、この何ですかね、声かけといいますか、そういったアプローチが非常に重要だろうというふうに思っておりまして、今日もそういった意味ではある意味非専門家の立場からですね、できることを何か提言できたらなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。非専門家というか、自分よりははるかにご存知で、やっぱり行政がこういうふうにリードしていただくと、市民の啓発もされるし、受診にもつながるんだなというふうに思いました。ありがとうございます。一方で自治体の地域医療政策という意味では医師会の役割というのは本当に大事じゃないかなというふうに思うんですが、坪井先生の方から、福島県の郡山の医師会では COPD に対する取り組みをいろいろされているというふうに伺っていますので、まずそちらを少しご紹介いただければと思います。よろしくお願いいたします。皆さんご存知の方もあるかもしれませんが、福島県というのは喫煙率が全国で1位なんですね。ですから県も1位ですけど、郡山市、福島県広い県なので、福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、大きな市がいくつかありますけど、その中でやはりCOPD 対策イコールですね、タバコ対策、COPD はもうタバコ病ですから、いかにして喫煙率を下げるかということが必須なわけですよ。で、2010年までは福島県の喫煙率は全国でもそれでも第3位ぐらいで、震災を機に翌年に1位に躍り出たと。その後一旦3位まで下がりましたけど、一昨年ぐらいからまた1位になっているということで、どういうことかというと、震災によるストレスは理由にならない
もう10年以上経ってきてますからね。だからいかにしてこのタバコをやめてもらうかっていうことを何度も何度も啓発活動をしたとしてもなかなかやめないということは、どうやってその市民県民の行動変容をきたすかっていうことが非常に課題になってるんです。で、生活習慣と言われるものの中でなかなか行動変容に持っていくには難しいと思います。で、今すいません、このスライド出てますけども、先ほどから話題になっている、まだ診断されていない COPD がどのぐらいいるかということで、全国規模でナイススタディというのがあったわけです。で、その中で全国の中での COPD の有病率というのがどのぐらいかということで、よく出ますけど、氷山が例えになっていて、治療を受けている人は氷山のもう頭出てるだけ下にたくさんいるということで、じゃあ福島県内はそういう方々がどのぐらいいるかということを、財団法人病院協会というのが実はありまして、それが温度をとって、福島県内で COPD に限らず、もちろん高血圧とか糖尿病とか痛風とかいわゆる生活習慣病などなどで、普段クリニック開業の方々に開業医のところに通っている人たちを対象にしてスクリーニング事業というのを行いました。これは当然スパイログラムを吹かせなくちゃいけないので、 NPO 法人の方々の協力を得て、クリニックのところにスパイログラムと、それから技師を派遣してしっかりとスクリーニングをしたというのがこのフローチャートになっています。で、これを見ると、先ほど私ちょっとお話を出しましたが、ナイススタディというのがあって、これは全国規模のものです。この円グラフを見ると、診断されていなかった方が 10%、そうですね。で、福島スタディと今私たちがやったことを呼びますと 12% ということで、ほぼ全国レベルと同じぐらいの診断されていなかった方がいたと。これはどういうことかというと、先ほどからもちょっと話題になってますけども、非専門医、呼吸器科ではない非専門の先生方にいかにして COPD というものの存在を知ってもらい、かつタバコを吸っている人、あるいは重度喫煙のある人に関して COPD を疑い、検査をしてもらうかということが重要なんです。で、その一つのきっかけとしてこのスタディを利用して、こんな状況なのです。ですから先生方 COPD を常に頭に置いて診療をしてくださいねということが非常に大事ということになっております。これは医師会ももちろん協力しましたけど、どちらかというとこのスタディは福島県の財団法人病院協会というのが主体となって行ったスタディでございます。以上です。はい、坪先生ありがとうございます。9割が見つかってないというのはすごいしかもいろんなデータからあるっていうのは明確なのかなと、明らかなのかなとすごく思いました。個人的に自分自身も循環器内科なんですけど、循環器内科で外来でレントゲン見てる時って心臓しか見てないっていうかですね、そういうところってあるなっていう気持ちもあって、少し反省しながら聞かせていただきました。前半のパネルディスカッションでも室先生と川原先生の方で、循環器疾患の患者さんで COPD を併存している人が多いと。なおかつ今の医者のギャップっていうかですね、その呼吸器の専門医っていうのはかなり少なくて、でそういう中で循環器医っていうのは比較的多いですし、あるいは一般の内科医は多いというようなそのインバランスというかがあるんじゃないかと。そういうようなお話あったと思うんですけれども、そういう中でこの COPD 対策における循環器内科医だとか、あるいは一般の内科医とか、そういう人たちの役割が重要になるというふうに思うんですけれども、こちらについてまず川原先生からコメントあればぜひお願いいたします。はい、ご紹介いただきましたように内科のかかりつけ医の先生や、それから循環器内科医は比較的数が多いということですので、やはり日常診療でそういった先生方が隠れ COPD を見逃さないっていうことが大事だと思っています。一方でですね、やはり現実としては循環器疾患の患者さんでのCOPD のマネジメント、医療現場ではですね、必ずしも
うまく浸透しているとは言えない状況にあるかなと思っています。でまた COPD とですね心不全は症状が似ているということもありますので、やはり鑑別が難しい、どうしても心不全を疑いやすい循環器内科としてはですね心不全を最初に疑ってしまうということもあるかと思います。こうした背景があり、現実がありますので、やはり内科のかかりつけ医の先生方や循環器専門医に対してですね、やはり学会から啓発活動をしっかりとサポートしていくということが一つは大事かなと思っています。で心肺リスクを念頭にですね心臓と肺、共通したリスクを持っているということを念頭に心不全などの心疾患を有する患者さんではですね COPD があるかないかということをやはり考える必要がある。そして COPD の可能性リスクが高いということが思われたら坪井先生もおっしゃいましたように呼吸器内科の先生と連携してですね早期の診断治療を開始する、そういったことが必要かなと思っています。ですのでこうした COPD のマネージメントにおいては循環器内科と呼吸器内科との、いわゆる多科連携を促すということが、非常に重要なことではないかなと考えています。はい、川原先生ありがとうございます。そういう中でですね、いわゆる隠れ COPDと言っていいんですかね、こういうのの掘り起こしに関する課題について、学会としてどんなサポートができるのか、あるいはされているのかというところは室先生からご紹介いただければと思います。ありがとうございます。先ほど木漏れ日っていう活動をご紹介させていただきましたけれども、活動自身がまさにそういう、コンセプトをですね、医療者に来る前の段階で各種の関係の方々が COPD の発掘にぜひご尽力いただければと、そのための参考資料をアップロードしているということでございます。具体的にホームページ見ていただいたらダウンロードリンクがいっぱいあると思うんですけど、例えば受診勧奨のためのある自治体ではこんな成功例がありますよっていうのはリンクでありますとか、あるいは受診勧奨のためのナッジ理論っていうのがあるそうなんですけど、それに対する資料ですとか、そういうふうな資料もございますし、実際に非専門医の先生がじゃあ COPD の診療どうしようかなと思った時に簡易のガイドみたいなものを作成してアップロードしておりますので、ぜひそんなことをご参考にいただいてですね、これ呼吸器内科医だけじゃなくて、もちろん小原先生循環器の先生、あるいは坪井先生の地域の先生方と共同作業していくことも重要ですし、あるいは中川市長さんいらっしゃいますけれども、自治体の方々ですね、いろんなステークホルダーの方に協力していただいてこそ、全体の COPD の診療が進んで死亡率減少に進んでいくというふうに思います。ですから、多彩な方々のご支援をいただきたいというふうに思います。で、先ほど坪井先生から福島県の取り組みを教えていただいて、本当にああいう取り組み心強いなと思うんですけれども、ただやはりおっしゃったようにこの NPO 法人に依頼してスパイロの技師を派遣してとか、やっぱりどうしても確定診断のためのスパイロってハードルが高いところがあるんですね。技師さんも非常にスキルがいったりしますので、その意味ではハイリスク群にそういう検査をお勧めする、効率よくですね、最近タイパとかコスパとか言いますけど、そういう限られた医療資源を効率よく使うっていうことも重要だというふうに、その意味ではですね、おそらく坪井先生もされたのはCOPD-Q ですとか COPD-PS ですとか簡単な質問表があるんですね。これも木漏れ日のホームページにリンクがあるんですけども、4項目か5項目をチェックするだけで COPD のリスクが高いかどうかっていうふうなことを簡単に見つける質問表もありますので、ぜひそういうものも活用いただけたらというふうに思います。ただこれあくまでも COPD 目線ですと、例えば他の疾患を合併している方ですね、特に心不全とか合併していらっしゃいますと、これ症状が似通ってたりというふうなことで、どうしても何て言いますか、得意度って言いますかね、そういうのは落ちてしまうというふうに思います。ただそのあたりはですね、循環器の先生方、いろんな先生方、先ほどお話ありましたけど、呼吸器の専門医は決して日本で数は多くなくて、循環器の先生、あるいは消化器の先生、一般内科の先生の方がたくさんいらっしゃいます。そういう方々といろいろとタイアップして、啓発っていうと非常に上から目線で恐縮なんですけれども、木漏れ日の活動を通じてですね、診断向上にお役立てできればというふうに思っております。はい、ありがとうございます。坪井先生方のような、より積極的にできるところは、スパイロなんかも含めてやりながら、でもそれは現実的には全部のエリアでっていうのは難しいかもしれないし、そこは学会が提唱しているような、簡単な質問票とかも活用すると、いろんなサポートが学会側から、呼吸器の専門医側からあるんだなというのがよく分かりました。自分自身もしっかりそういうの活用しなければいけないと思いました。
でそういうようなサポートもいただきながら、あるいはコンテンツを活用しながらですね、そうは言ってもおそらく日常診療とても忙しい中で、限られた時間の中でやっぱり簡単にみんなをスクリーニングしていくということは簡単ではないと思いますし、そこで他の情報を付加していくと。地域医療の中で例えば行政が持っているデータを活用したり DX を活用するというようなことの組み合わせも必要なのかなと、そういうような話をちょっとできればと思うんですが、そういう中で自治体の方でできるんじゃないかというなんか可能性がある DX だとか国が自治体が持っているデータの活用とか、そのあたりについてコメントありましたら中川様からお願いします。はい、ありがとうございます。まさに岩見先生おっしゃる通りでですね、我々が例えば保健所というこの一つの部署ではなくて、例えば福祉だったり、子育てだったり教育だったり、いろんな市民生活にまつわる業務を360度持っていますけども、そういったデータが部署ごとで分断されていてですね、横打ちが刺さってないことがあります。でもしくは例えば奈良でも室先生のような権威の先生もおられるんですけれども、行政の公衆衛生だとかEBPM ですね、エビデンスベースドポリシーメイキングにはまだまだなかなかアクセスがうまくマッチングできてないというところがありますので、このあたりを官民連携でデータをベースにした医療政策だとか公衆衛生の政策をやっぱり作っていくということが大事だろうと思います。で例えば今若い人の喫煙率下がっていて、確か福島県の郡山市は奈良市の実は姉妹都市なんですけれども、郡山は喫煙率が高いという話が、確か奈良県は全国でも最下位ぐらいの喫煙率で、なんでこれだけ低いのかはちょっとわからないんですけれども、そういったデータであるとか、例えば30年前に30代だった人は 60% 男性喫煙率ですけれども、今その方たちは60代になっているわけですから、30年前のその人の生活習慣が今どう影響しているか、もしくは今の30代の人が30年後にどうなるかっていうところをちょっと時間軸を長く設けてデータを蓄積していって、それを横断的につないでいくというようなそういったことが日常になっていくということがすごく大事だろうというふうに思います。特に重症化するまでなかなか皆さん医療機関に足を運ばないという、こういった特性があるので、そのあたりやっぱり行政がもっと踏み込んで、官民連携のプラットフォームを動かしていくというのがこれからすごく求められているというふうに思います。はい、ありがとうございます。我々も京都市と連携して京都市の持っているデータの分析とかしてるんですけど、やっぱ基礎自治体が持っているデータって本当に大事で、しかも住民との距離も近いので、それはやっぱり地元に返していって、そういうことで医療にもつなげていくというのはすごく大事だなというふうに思いました。で続きまして坪井先生医師会のお立場で生活習慣病の中、特に COPD のスクリーニングに関して、DX の導入というあたりについてコメントいただければと思いますが。はい、これは郡山市も福島県も行政と当然連携しながら毎年特定健康審査それによっての受診勧奨を行っているんですけども、なかなか受診勧奨の受診率が上がってこないのも実情なんですね。そうすると COPD に限らず他の生活習慣病も含めて、先ほどの追加になりますけど、福島県は脳血管疾患や虚血性心疾患の死亡率も高いし、メタボ率がワースト4位という非常に不名誉な健康の指標を持っています。その中で、DX 化、すなわちどういうことでそれを利用できるかということを今考えていると、今最近話題の AI ですね、 AI を使って受診勧奨を促すという取り組みは確か他県でもなさっているところもあると聞いておりますけども、その方の性格によってそれを心に呼びかけるような、刺さるような受診勧奨の仕方をして、これが先ほど言った行動変容にもつながればより一層いいと思うんですね。せっかく AI というのがツールがありますから、これを使って市民県民の健康指標の改善に役立てるというか、受診勧奨を促して健康に目を向けてもらうというようなことを今考えております。AI をちょっと利用しながらできないかということ、これも保健衛生協会だとか健康福祉課とかもうすでに議論を始めていて、どういうことができるのか、それに対して予算立てがどのぐらい必要なのかとかいうことは今始まっております。はい、ありがとうございます。坪井先生から、AI というような、もうこれからの時代もちろんまさに欠かせないと思いますけれども、やはりそのAI も活用するにしても、例えば中川市長からお話があった行政が持っている個々のデータベースだとか、あるいは日々の診療なんかで溜まってくるデータ、
そういうようなデータを活用して、それをデータを元にして AI でフィードバックをかけて掘り起こしをしていくと、おそらくそういうような流れが今後期待されるのかなというふうに思いますが、まず室先生の方から実際にデータベースを活用して何らかのデータをつなげていって NCD、特に循環器疾患で通院中の人の COPD を掘り起こしていくというような場合に、どんな具体的にデータが役に立ちそうか、いかがでしょうか。ありがとうございます。坪井先生の話を伺ってですね、シナリオになることをちょっと思い出してましたので、ちょっとコメントさせていただきますと、実は以前某企業検診のデータを使わせていただいて、マシンラーニングで COPD 呼吸機能検査の閉塞性障害を何がしかのパラメーターで予測できないかっていう論文を書いたことがありまして、その時にやっぱり一番大事なのは呼吸機能検査になるんですけれども、それ以外の要素で例えばヘモグロビン A1C 糖尿病の指標ですね、それが高い方ってやっぱり閉塞性障害のリスクになる、あるいは末梢血の白血球が高い方、全身炎症の指標だと思いますけど、それもやはりCOPD で予測する優位な因子になったというふうなことがございます。で、今お話しされた DX の時代でビッグデータの時代ですので、そういうふうなデータが集まってくればですね、今までの既存のデータからよりハイリスク群を抽出できるようなアルゴリズムができるんじゃないかなということを、私今日のディスカッション拝聴してすごく期待しております。ただそこに至るまでですね、現状でと言いますと、やはり検診データの中でなかなか呼吸機能検査が入っていることは少ないと思いますし、新たに何がしかの項目を組まれてからの例えばコストの問題でありますとかヒューマンパワーの問題いろいろあると思いますので、現実的にやはり質問票、簡便な質問票とか、そういうことを導入のハードルが低いものを導入していただいて、COPD のハイリスク群を抽出して、診断のゴールデンスタンダードである呼吸機能に持っていただくというのが、短期的には現実的な解決方法じゃないかというふうには思っております。その意味では心不全とも被るところがあると思うんですけど、循環器の先生からご指摘をいただければ。はい、ありがとうございます。心不全の患者さんは割と貧血の方が多いんですね。データによりますけど5割から7割ぐらい貧血というデータあります。で、逆にですからヘモグロビンが高い方っていうのは何らかのCOPD を含めた呼吸器疾患があるんじゃないかなっていう、一つの絞り込みのものになるんじゃないかなと思います。また循環器疾患の中でもですね、下肢閉塞性動脈硬化症ですね、リードって我々言いますけれども、足の血管が詰まっているような、あるいは狭窄している方とか、あるいは大動脈解離っていう疾患はかなり COPD の併存が多いですから、そういった病名で絞り込んでいくっていうことも可能かなと思っています。はい、ありがとうございます。やはりそういうようないろんなデータがつながってきて、それが掘り起こしにもつながってくるというようなことなのかなというふうに思いました。ここまで皆さんに結構打ち合わせそんなにしてないんですけど、いろいろ議論しながら膨大なボリュームなんですけど、結構タイムラインに乗っかってきてますんで、少しゆっくり話しても大丈夫かなって安心しながらよろしくお願いします。ですね、今いろんなお話、多価連携だとか、あるいは行政の持ってるデータとかですね、大まかに言うとやっぱデータをつなげていって、そこに AI とかも活用することで、スクリーニングもより進んでくると、 COPD っていう眠っている COPD をたくさん見つけられるんじゃないかというようなお話があったかと思います。こういう中で自分自身は今 PHR っていうのに注目をして、PHR パーソナルヘルスレコード、個人の健康の情報を、このキーワードはやっぱ本人が主体的に管理活用できるようにすると、本人に集めていくっていうものだと思ってるんですけども、これがかなり国全体でも進んできてますので、ちょっとこの後の議論にこれをちょっと紹介したいというふうに思います。まずこちら左上にありますように、全国医療情報プラットフォームということで、これはご存知の方も多いかもしれないですけれども、今日本が国を挙げて医療 DX を進めるために医療情報プラットフォームっていうのを構築を進めています。で、これ大きく言うとちょっと細かいんですけども、左側に医療情報基盤、右側に介護情報基盤と、下の方にはパブリックメディカルハブって書いてあるんですけど、ワクチンとかですね、こういうような国が持っている医療情報を、医療とか健康とか介護とかの情報を全部真ん中のマイナポータルっていうところを通じて本人に返していきますよという仕組みです。で、これは自分自身関わってますけども、我々の想像を超えるぐらいに、国は結構頑張ってるんじゃないかなって自分は正直に思います。で、実際にこういうようなデータは本人にちゃんと返ってくるというのが進んできています。
で一方でこれは右側の緑のところを見ていただくと、全国医療情報プラットフォームで戻るデータとしては3文書6情報って書いてありますけども、例えば入院中のサマリーの情報だとか診療情報提供書と呼ばれるようなもの、あと6情報ということで、大切な傷病名、病気の名前だとか薬剤、あとは採血データですね、そういうものは戻りますと。そして5年間は国の方で責任を持って保管をして本人に返すようにしますというふうになっています。でそこに加えて赤い点線で結んであるところですけれども、ここは国はここまでは面倒見きれないというかやりきれないので、ここは民間の活力だとか、あるいは基礎自治体とかの PHR サービスでサポートしましょうという部分です。で今我々はここにちょっと力を入れてるんですけども、ここは国でいろいろ公的な研究とかも進んでまして、ここの部分のインフラを整えて PHR サービスで保管をしていこうと。じゃあどんなデータ保管するかというと、右側にあるように、一つは5年を超えるようなデータを長期に保管して活用できるようにしましょう。でそこに加えてライフログって右上のところに書いてありますけれども、要は家庭での血圧とか家庭での体重とか、あるいは家庭での酸素飽和度 SPO2 だとか、将来的には多分脈拍の変化とか体温だとかっていうものは溜まってきますと。あるいは将来的に終末期の救命処置の医師とかですね、こういうのってその時その時動きますし、なかなか国だけでは管理しきれないと。でもこういう情報を標準化して PHR サービスとして民間だとか自治体がつなげていってあげると。そうすると国が持っている医療情報のプラットフォームで持っている国のデータと、こういう民間あるいは自治体で補うライフログの情報とか、よりちょっとダイナミックに動くような情報と、これが組み合わさってくるという時代がそんなに遠くない時期に来るんじゃないかなと。今これを社会実装して地域のロールモデルのエリアに入れていきましょうというフェーズに入ってきています。なので今日はこういう話を聞いていただいて、もう奈良市をすぐ入れますっていう話になったら一番いいかなと思ってるんですけども、こういうような動きが進んできているということをちょっと前提にですね、次のステップで可能性について議論できればというふうに思います。はい。じゃあそういう中でですね、まず例えば、PHR をこう活用してですね、 COPD の患者さんに対して、どのようなライフログデータ、日々のデータを取れたら、この疾患の悪化を防いだり、あるいはスクリーニングをしたりというような可能性があるかというところからお話ができればというふうに思いますが、まず室先生いかがでしょうか。ありがとうございます。PHR 日常の生活からですね、いろんな疾患に関するヒントが出るんじゃないかなと、非常に興味深く拝聴いたしました。例えば理想的にはですね、何か簡単なシャツみたいのを着てると胸郭の動きが分かる、肺の動きが分かるみたいな仕掛けがもしできたらですね、COPD というのは息が吐くのに時間がかかってくる病気ですので、日常生活は普通の呼吸してらっしゃるんだけれども、例えば階段登った時に吸うのにはスッと普通に吸えるんだけど、吐く時にすごく時間がかかるような息をしてらっしゃるみたいなことがライフログが取れれば、これすごく診断に役に立つかなというふうには感じました。ただそれ結構ハードル高いと思うんですね。で今のお話ですと SPO2 はもうすでに取られているということですし、脈拍もゆくゆくはというふうにおっしゃってましたので、例えばある程度重症化してくると、ちょっとした動作で SPO2 っていうのは例えば爪の色とか肌の色で血液の中の酸素の、脳の正確には飽和度っていうんですけど、酸素の状態を測る機械があるんですけども、肺が悪いがために日常動作で思わぬところで例えば酸素が悪くなっているというふうなところで、それと一緒に例えば心臓も頑張って交感神経が緊張して脈が上がっているとか、そういうふうなことがあると、例えば COPD に限らないと思うんですけども、呼吸器疾患であるとか隠れている循環器疾患であるとか、そういうものをチェックできるっていうふうなデータが今の PHR から出てくるんじゃないかなと、非常に興味深く拝聴しました。はい、ありがとうございます。桑原先生、循環器の立場からいかがですか。そうですね、先ほど室先生も言及された SPO2 ですとか脈拍、それからあと活動度そのものもですね、ライフログとして心機能低下の一つの非常に有望な指標になるかなと思います。循環器領域でやはりウェアラブルデバイスで SPO2 をですね、連続的に非常にタイムリーにモニターできるかということが一つ重要なトピックスになってくるんじゃないかなと思っています。こうしたライフログデータをですね収集することで、心臓の悪い方、心機能の低下した方を早期に発見するということも重要ですし、それだけじゃなくて、同時に COPD との合併というか、心疾患と COPD 両方ある方のですね早期対応につなげることができればいいんじゃないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。室瀬先生、小原先生、具体的なところコメントいただいてありがとうございます。ちなみに先ほど雑談で中川さんとあっちで向こうでも話してましたけど、そういうデータを日々の生活の中で取れるような機会を行政として提供したりとか、そんなのっていかがですか。そうですよね。今結構そういう、ちょっと言い方ですけど、健康オタクの方は堀井社長みたいにね、指に、つけてくれはる方もいてはりますけども、そういう意識高い系の方だけじゃなくて、いかにその普段病院には行かない方とか、そういった健康行動とは縁の遠い方にその自意識というか自認をしてもらうかっていうのが大事だと思うんですよね。で、先ほど室先生おっしゃったように、ちょっとウェアラブルでなんか切ればなんか肺の動きが分かるとか、もしくはちょっと今さっき伺ってて聞いたんですが、呼気吸って吐いてがもし普通の人とちょっと違うよっていうのであれば、よくコロナの時になんかくしゃみがどこまで飛ぶかみたいなデモンストレーションする映像があったと思うんですけども、例えば電車の中だとか、もしくはイオンで買い物してる時とかですね、もしくは階段歩いてる時にその画像分析でですね、ちょっと呼気が長いぞみたいな人がいればなんか入り口でバタンと閉まるみたいな、なんかそういったのがあればですね、だいぶ啓発になるんじゃないかなって。多分そういうのって今スタートアップ企業でいろんな技術センサーとか流行ってますので、多分そういうちょっと面白いって言ったら怒られるんですけども、医療っていうとすごい日本人はもう拝み奉るようなね感じになるので、医療というよりはもうちょっと日常のヘルステックみたいな分野でアナウンスをしてあげられたらですね、だいぶ皆さん関心を持つんじゃないかなと思いますね。何か先生、そういう技術とかもしもうここ聞いてはる人の中でもう早速商売にしようかという人もいてはるかもしれませんけど、もしいらっしゃればぜひプロポーザルをいや、しっかりちゃんと受けも取っていただいてありがとうございます。いやでもやっぱり医療の中にとどまっていると次の新しいイノベーション生まれないと思うんで、今市長さんがおっしゃってくださったような場を提供していって、そこにそれこそ例えばイオンモールでもいいですし、ベンチャー企業がいろいろ出て自分たちのデバイスを提供して体験してもらって、いいものあったらそれがまた広がっていくみたいな、なんかそういう場ができるといいですね。あとはちょっと話延長して申し訳ないんですけど、買い物データとか今例えばどこのお店でどんなものを食べたかとか、どんなものを買ったかとか、買い物データも全部電子決済になっているので多分蓄積されてますので、例えば若い頃に唐揚げ弁当ばっかり食べてた人は、年いった時にこうだみたいな話が多分出てくるので、この辺のデータを今5年間という話がありましたけども、もうちょっと30年とか長い時間軸で蓄積できると、で本人にフィードバックしてあげると個人情報も問題ないかなと思います。でまさにその長い情報を地域の住民の部分はやっぱり地域の基礎自治体が長くしっかり持っておいて、それを PHR とつなげたりというふうにできるといいのかなと思いました。ありがとうございます。でこういうような形でPHR も生かしながらライフログのデータと、あるいはコフォンのデータベース、そういうようなものと、将来の先ほどの全国医療情報プラットフォームと、こういうようなものがつながってきた時にですね、データがインテグレートされて、そういう時にどんなことが期待できるかということで、続いて坪井先生と中川市長もその後でまたもう一回ご紹介いただければと思いますが、坪井先生いかがでしょうか。今の議論をお聞きしてて、私すごく共感したのは、一遍私自分の病院で患者さんあるいは家族からいろんな話を聞いたのを全部蓄積して、スモールビッグデータって私言ったんですけど、病院の中でのビッグデータを作って、その方の将来かかるであろう病気を推測して、で検診を進めたり、あるいは入院した時にその方の趣味に合ったアメニティとかそういった環境を整えてあげるとか、そういうところまで発生したらどうかなというふうに思っている。それは今の議論の中での少し枝葉のところになるんだと思うんですけど、これ今ご紹介いただいたヘルスデータの蓄積、実は福島県も福島県の鳥っていうのがあって、キビタキなんですよ。キビタキっていう鳥がいて、そのキャラクターがキビタンっていうんですけど、キビタン健康ネットっていうのが実はもう10年ぐらい前からあって、それがまさに登録しますと、その方の処方歴、病歴等々蓄積するという方法があります。で昨日たまたま県の医師会の役員会があった時に、その県の担当者がもう少しキビタン健康ネットに参加する人を挙げてほしいという中で、マイナンバーカード、マイナ保険証とそのキビタンネットどう違うんですかっていう質問を時々受けますということで、今おっしゃったPHR もそうですけど、その辺の市民たちがどう理解を分けるか、どれが一番いいと思うかとか、やっぱり
大勢グローバルなデータでたくさん集めれば集めるほどこの議論は進化していくと思うんで、それをいろんなプラットフォームがあってそれぞれにあると、もちろんそれがコラボレーションすればいいんですけど、やっぱりデータだけに一つに集約してどんどんベクトルを一つに向けてやるのがいろんな病気の早期発見につながると思うし、それはもう行政も全てがいろんな業種が一体になって一枚岩になってやることが理想だと私は思っているんですよね。それが決して不可能なことではないと思っているので、医師会の立場としてもそれのを促す形、それを少し、盛り立てる形で協力できればなというふうに思っていますし、そういう次第です。はい。はい、坪井先生ありがとうございます。中川様いかがでしょう。はい、もう皆さんお話しいただいているように、やっぱり PHR のですね、充実と、それからブラックボックス化というと語弊があると思うんですが、やっぱり利用者が自分の財産として、所有ができ、そして利活用ができるということが当たり前になることが必要かなと思っています。で、岩見先生の方から、今いろいろな受診データだとかマイナポータルを通して、個人に戻るようになってきたという話があるんですが、私も去年ちょっと大きな病気をした時に、今も定期的に画像診断とかするんですけども、いや誤解を恐れずに言えば、その先生はすごくいい先生なんですけども、画像診断に問題ないですって書いてあるその紙をくださいって言ってもなかなかくださらないんですよね。いや他にどこにも出しませんって、家でお守りするだけですって言ってもなかなかいただけないというのがちょっとそういう慣習なのか意識なのか、そういったところがあってですね、そういったところがやっぱり個人の資産ということで自分で自己管理をするということが当たり前になることがすごく大事かなというふうには思っています。でそういったことで申し上げると、例えばですけども、今先ほど申し上げたように、電子決済だったらこの決済情報だとか、それから例えば自分の年金の情報だとか、自分に関わるさまざまなデータが実はあるんだけれども、自分ではもう所有ができていないものって今まであったんですが、今どんどん進んでいると思います。そういう意味ではこの PHR をいかに充実をさせて、病気になる前から自分のこの資産管理台帳として自分で定期的に見る。それから先ほど申し上げたように、かかりつけ医を持っている方が少ない国だと日本は言われるんですけども、おそらくこれから AI が進むので、自分のその AI がそのコーディネーターというのかアドバイザーになって、自分のスマホの中にかかりつけ医がいるような状態になってくるんだろうと思いますので、これを時間が例えば勝手にそういう時代が来るだろうと思いながらですね、やっぱりそこをもう一歩加速をさせていくためには、今日お越しの皆さん方と一緒に連携をしながら、やっぱり社会運動としてやっぱりまさに社会をトランスフォームしていくことが必要かなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。実は今中川さんお話しいただいたこと、さっきずっと一緒に話してたんですけど、結構大事だと思っていて、やっぱ今後医療の DX が進むためにはやっぱ本人を中心にして、本人データが返って本人でつながっていくと、生涯にわたってつながるってなんないとダメで、その時に一つの抵抗勢力になりうるのは医療者であるという話をしてたんですね。これ自分は医療者なので言いやすいのであえて言ってるんですけど、実は自分 AED の普及活動ずっとやってきたんですけど、 AED が20年前に市民に開放された時に一部の医療者が反対したんですね。医療行為っていうものは医者しかできないと、一般の人がやったら危ないという話があって、今はもう当たり前になってると思うんですね。そういうようなやっぱり変化が起こるタイミングで、やっぱり情報は、健康医療の情報って基本的には本人のものですよ、それを医療者がサポートしますよっていうような、おそらく大きな変化がこれから起こっていって、そうするとつながっていくということが、今後の DX にすごく大事なんじゃないかなと思ったので、すいません、追加のコメントです。で、最後にもうあっという間に時間に来ていますので、最後にこのような地域医療の枠組みだとか医療 DX、そこにロールモデルとしての郡山だとか奈良というのが見えてきましたけれども、こういうところに企業としてどんな役割を担っていこうとしているのか、担っていけるのかというところについて、最後に堀井さんの方からお願いいたします。はい、ありがとうございます。大きく3つぐらいあるかなというふうに思っております。で、一番まず最初はですね、まさに今日のこの会自体がまさにそういういい機会になっているのかなというふうに思うんですけども、我々やはりこういうさまざまなステークホルダーの皆さんのハブになるような役割が担えるんじゃないかなと思います。第1部のセッションで我々のグローバルのメンバーが来ました。弊社グローバルで今100カ国以上で事業を展開しておりますので、日本に限らずですね、いろんな国での事例とか知見というものを共有させていただける、こういうことができるっていうのが一つありますし、今日
室先生と桑原先生循環器と呼吸器の観点で、いろいろ教えていただきましたけれどもこれそれぞれのですね事業をされている製薬会社さんはあるんですけども、その循環器呼吸器両方を、一生懸命我々研究開発させていただいてますので、そういう意味ではそういったところの今回ハブにもならしていただくようなきっかけになったのかなというふうに思っております。で2つ目に製薬会社っていうのはやっぱデータサイエンスだったりエビデンスっていうのをもう日々研究しているそういう事業をやっております。そういう関係で例えば最近ちょうど昨年ですけれども改正次世代医療基盤法というものが、昨年の4月に施行されてますけれども、ここの中でこの加盟加工情報、簡単に申し上げますといかに個人のプライバシーを守りながらしっかりとデータをしっかりエビデンスにしたり研究できるのか、こういったことを使うための認定、これを今年の2月末にですね業界の中で初めて弊社認定を受けることができました。そういったものを活用しながらその地域の医療における DX だったりエビデンスっていうのをサポートしていく、こういったこともできるのかなと思います。で最後に先ほどちょっといろんな事業のアイデアが出てくる中でスタートアップっていう話がありましたけれども、実は2000年のちょうどコロナがあった頃にアストラゼネカオープンイノベーションネットワークということで、i2.jp という枠組みプラットフォームを作りました。実はここ5年経ってですね今500団体以上がここに加盟してくれています。でそのうち実は8割ぐらいがデジタルのヘルスケアのスタートアップの会社です。でこういう新たないろんな方々が一つ集まるオープンイノベーションのネットワークの中で今言ったような話が出てきた場合に、じゃあ我々こういう得意な分野があるよ、こういうことできるよっていうところで新たな枠組みを作ったりビジネスにしていく、そういう人たちからの提案を受けていただく、そういうこともおつなげしていく、そういうことも私たちができるハブ機能というふうに言えるんじゃないかなと思います。で最後に一言だけやはり今日目的この健康寿命の延伸に向けたトランスフォームケアということで、最終的に我々海外の知見も含めて非常に大事だと思っているのはやっぱ複数年にわたってしっかりとコミットをしてみんなで一緒に進めていくこと、今日5年とか30年とかいろんなデータの話ありましたけれども、これ単年度で終わらせるんではなくてぜひ中長期的に一緒になって伴走していくこと、そこで結果住民だったり自治体だったりあと医療従事者の皆さん、そしてアカデミアの皆さん、そして我々民間企業も含めて、今回関西万博ですけれども、近江商人の三歩よしじゃないですけども四歩よし五歩よしになるような形でのハブ機能というのを我々メーカーとしては担わせていただければ貢献できるところあるんじゃないかなというふうに思っております。以上です。はい、堀井さんありがとうございました。さすがの滋賀出身で三歩よしで締めるということでありがとうございます。じゃあ本当にあっという間に時間になってしまいましたけれども、今日はCOPD っていう非常にホットなトピックスを中心にしてこのトランスフォームケアということで皆さんにお話しいただきました。まずご登壇の皆様本当にありがとうございました。ご参加いただいた皆さんもありがとうございました。たくさんキーワード出てきたと思います。やっぱり自分自身参加させていただいて特に大事なのかなというのはやっぱり本人中心のケアであると。データも本人のためのデータでそれを本人に返していって活用していくと。でそれをある意味寄ってたかってみんなで関わる人たちが協力してサポートしていくと。これ医療者の中でも循環器と呼吸器内科、違う立場もあるでしょうし、医師会っていうのは地域医療という立場と大学だとか、いろんな立場の違いもあると思いますし、そこに行政もありますし、企業事業者もいると。でもいろんな立場の人たちが連携をして、でも連携する時ってやっぱりコアな目標がないといけないんで、そこにセンターに患者さん本人だとかがいるんだというようなコンセプトをみんなで協力した上で連携をして、そこにデジタル、DX っていうのが生きるんだと、そこのキーワードの一つに PHR っていうのもあると思いますし、こういうような全体像をみんなで絵を描いて、今堀井さんが言っていただいたように5年後10年後20年後ぐらいを見据えて連携していけたらいいなというふうに思いました。皆さん本当に今日はご参加いただいてありがとうございました。で最後に今日の議論の内容を改めて共同宣言というようなことで、登壇している皆さんでまとめられるというふうに伺っています。今日は皆さんありがとうございました。